まあ、それ終わってから、まあ、エテリウムとは、まあ、ちょっとエテリウムの基本とかも、教えてて、まあ、Gavin Wood の、という有名な開発者が発表させて、まあ、最後の方に、まあ、何度かサプライズトークセッションがあります。まあ、終わってから、まあ、5時半頃からは、まあ、懇親会が始まる予定なので、まあ、遅れてますけど、多分そのくらいまで、終わるだと期待しています。よっしゃ。じゃあ、ブロックチェーンとは何かをまあ、説明して、述べます。まあ、途中でもご質問などがありましたら、いつでも声をかけて質問してください。まあ、本当にまあ、みんな理解してほしいので、まあ、わからないところがあれば、ぜひ声をかけてお願いします。まあ、自己紹介として、自分は東京大学の博士課程の、まあ、総合分析情報学の専門なんですけど、まあ、コンピューターサイエンスの専門です。あと、まあ、ブロックチェーンに関するのは、こういうNEM というプロジェクトの開発者の一人で、まあ、日本語で、翻訳すると、新経済運動という、まあ、すごそうな名前なんで、まあ、プロジェクトは単のブロックチェーンプラットフォーム、仮想通貨だけじゃなくて、情報を分散型、まあ、通信共有するシステム、です。まあ、ブロックチェーンは、まあ、一番一般にまあ、分散型データストレージ、まあ、データベースのものなんですが、まあ、通貨だけじゃなくて、取引などだけじゃなくて、いろんな情報を、得られるものです。例えば、まあ、車の登録とか、まあ、何でものメッセージ、まあ、8個でよとか、まあ、選挙にも使えるし、あと、まあ、取引、誠さんで、まあ、お金を、あげようとしたら、まあ、全部は、データ、それぞれ時代が、タイムスタンプに、ずっと一つのデータベースにいるじゃなくて、ブロックにまとめて、ブロックはそれぞれ、時間、まあ、タイムスタンプをつけます。重要なポイントは、まあ、参加者全員が一つ共通したデータベースを保持する。みんなは同じデータが持っています。独立に持っていて、独立にも確認できます。まあ、分散型合意形成システムに基づいて、データをブロックに入れて、ピアトゥピアネットワークを用いて共有、まあ、するものです。まあ、いろんな役に立つ、道があり得ると考えられますけれども、特に、まあ、もののインターネットに関して、いろんなメーカーからの機会があれば、状況などを共通してかったら、一つのメーカーのシステムに信用せずに、みんな分散型のシステム、みんな独立に、データを確認できるシステムを、まあ、いわゆるブロックチェーンを用いて、より安全安心情報を共通できるものです。だから、まあ、いろんな役に立つので、この発表では、まあ、どうやって作れるのかを、まあ、しっかり説明したいと思いますので、まあ、みんな理解してほしいです。まあ、ビットコインが一番有名な、まあ、一番最初と一番有名なブロックチェーンなんですが、ビットコインのようなブロックチェーンを作ろうとしたら何が必要か、この3点が考えられます。まずは、公開鍵暗号と分散型合意形成システム、あと、ピアトゥピアネットワーク。まあ、その3つが合わせて、ブロックチェーンを作成できるようになります。まあ、ビットコインに基づいて説明するより、まあ、自分が開発したシステムの
方が自分が詳しいので、この NEM というに基づいて説明しますが、ビットコインより、若干、簡単なシステムなんですが、ほぼ同じので、ビットコインの特徴があれば、それも説明しますので、ほとんど共通しているものですけど、簡単のために、これを利用して説明します。一般には、こういうシステムが3月31日より公開したものですが、通貨はビットコインと違いまして、ビットコインはインフレーショナリー、量はだんだん上がりますけど、これは一定して、通貨の量は増えない、ノンインフレーショナリーのシステムです。今は、通貨とメッセージしか送れないんですが、将来にスマートコントラクトなども、追加する予定です。単にこういうクライアントがあります。これから、電子メールと同じような簡単さで、誰でもに、お金を、メッセージを、送信できます。じゃあ、ブロックチェーンものに始まる説明するには、公開会議暗号について、基本中の基本が分かればいいトークンがありまして、公開鍵暗号は、公開鍵と秘密鍵が両方があってて、公開鍵は誰でも、分かるものですが、秘密鍵は自分しか見れない。文字通りです。メッセージ自分の秘密鍵が自分しか分からないんですけれども、メッセージを証明したら、他人が自分の公開鍵を用いて、自分からのメッセージを確認できますので、なんていう、proof of identity、自分のアイデンティティが証明されます。あと、メッセージなどを秘密であって、暗号化したいときに、自分の秘密鍵を使って、他人の相手の、公開鍵に暗号化して、その相手しか、複合できないものになります。これの方が分かりやすい。こういう A さんと B さんがいて、A さんはブロックチェーンを使ってこのとんでもないメッセージを送りたかったら、なんでやねんと送信したいときに、A さんの秘密鍵を利用して、B さんの公開鍵に、向けて暗号化をして、それから B さんを、受信して、B さんの秘密鍵を利用して複合できます。数学に関して、複雑なので、それは含めていないんですが、でも、一般の働きはこういうことなので、これ一般、ブロックチェーンの一般中の一般なの、基本中の基本なので、みんな、そういう働きが分かれば、分かっておいたらいいと思います。実際の例は、こういうなりますけど、公開鍵は、こういう長い数字と、秘密鍵はこういうふうなもので、エンクリプションカードもいろいろありますけど、年では、ED2515、使ってます、19使ってますけど、いろいろありますので、それは、スタイル的にあります。影響はあるんですけど、基本は、ビットコインと NEM とか Ethereum などは256ビットの、カードを使って、それは、かなり安全です。無理やり複合できないものです。全然不可能。だから安全と、思っておきましょう。公開鍵を利用したら、なかなか人間に対して難しいなので、NEM ではアドレスにちょっと分かりやすく変換しています。人の公開鍵からこういう
ベース3時にエンコーディングをされるものなんですが、公開鍵のハッシュから、プラスネットワークファイトとチェックソンが含めて、こういう、公開鍵より分かりやすい、アドレスになりますけど、まだ長いです。長さ40と思いますので、かなり書きづらいです。でも複数ネットワークがあれば、例えば年ではテスト用ネットと本番のネットワークがそれぞれありますので、一番最初のバイトはN と T とかにつけますので、同じ鍵があっても、両方をそれぞれのアドレスを使えるものですけど、そんなに重要なポイントじゃなくて、ポイントとして、公開鍵の難しいものから、より若干、簡単に、なれる手法があります。ブロックチェーンの基本、基本中の基本にも取引がありますので、それは、手先と、総額、ビットコインも年も、エテリアム、全部はスパンを、募集されるためとかに手数料が必要。全然低いけれども、ゼロではないです。ビットコインはあるかだと思いますが、年もありまして、締め切りもあります。年では24時間まで設定できて、それは24時間以内ブロックに入らなかったら、もう、ネットワークから消します。ブロックに入れる前は、ピアとピアで、一般的なキャッシュがありますので、ピアがブロックに入っていないものを共通しています。あと年もテクストメッセージも含めますが、含めたら手数料は大変かかりますので、そんなにインスタントメッセージングに向けていないものですけれども、車の登録とか、家の、そういう重要なプロパティとかは登録してかったら、メッセージに、いられます。多分ね、エテリアムも同じようなあると思うんですが。そうですね。ブロックチェーンは、の取引の基本もですけど、現金と同じように、相手に送金したら一切戻れないものです。ブロックチェーンのデータがいじれないものですから、ブロックに入っていったらもうその取引はそのままに、するしかないんですが、だから他人がコンピューターをハックして、秘密鍵を持っていったら、すべてのお金を盗難されるので、モルチシークという技術もあります。それぞれのプラットフォームにあります。ビットコインでは、特別なウォレットとかが利用しないと設定できない。難しいと思うんですが、年では、モルチシークのアカウントを作成して、そのアカウントからの取引は、一つのアカウントを証明するだけじゃなくて、複数アカウント、証明者が全部含めて証明しないとブロックに、入れないものです。だから、桁違いに、安全、安心になります。いっぱいお金があれば、例えば5つのアカウントを設定して、5つのアカウントを全部証明しないと、取引を、実行されないです。ブロックデータは、取引だけじゃなくて、実際にこういうようなデータが、あります。これ年のブロックですけど、すべてのブロックチェーンは同じようなあります。バージョンがあります。これ、ブロックの形が書いたら、バージョンもつけて変えるようにしています。あと、タイムスタンプがあって、作成者の公開鍵を入れて、ブロックのすべてのデータを含めて、
ハッシュして、こういう長い、ハッシュがありますけれども、これは非常に大事です。このハッシュをして入れて、このブロックがデータを確認できるようになります。誰もいじってないとの証拠、になる。あと、前のブロックのハッシュも、非常に大切であり、ブロックチェーンので、各ブロックが前のブロックに、ポインター、に向かっています。実際にこういうありますけど、年齢はジェネレーションハッシュもありますけど、あと、ブロックの高さ、全部並列じゃなくて、ブロックが、一列に、含めていますので、ブロック1、ブロック2、3とかになっています。あと、取引のリスト。取引のリストの中に手数料がありますね、取引。だから、ブロックの作成者がブロックを作りたい理由が、ブロックを作ったら、手数料は全部自分にもらえます。それは、ブロックチェーン、ブロックの形の基本なんですけれども、ブロックを作成するには、分散型合意形成システムが必要ですけれども、このようなシステムは初めて、中本聡が提案されたものですので、これも中本合意形成という言葉もあります。これは確率的ビザンチン合意形成、アルゴリズムなんですけれども、みんなで、共有しているデータが正確だと、証明されるものです。いろんなアルゴリズムがありますけど、それぞれの proof of、何々のアルゴリズム、proof of stake、proof of work、proof of importance、proof of、distributed proof of importance、いろいろありますけれども、これは全部中本さんの提案に、基づいて、参加者全員から誰が次のブロックを作成することになるを決定するアルゴリズムです。実際に説明したら分かりやすいと思いますけれども、一番有名と一番最初なのは Proof of Work。これビットコインを利用しているアルゴリズムなんですけれども、マイニングということですね。これはマイナーの参加しているユーザーが取引の集合を、まだブロックに入ってない取引を取って、ブロックを入れて、ブロックの形を作成する。それからブロックの全部のデータを取ってハッシュする。このハッシュはこういう後で説明しますけど、この難易度より低かったら、嬉しいと思って、この作成者が、このマイナーが作成者になって、ブロックが正しくて、ピアにあげます。だからネットワークに、共通しているデータになります。でも、よくある場合が、これ、難易度より高いので、ダメなので、これは nonce という数字、ブロックの中でいじれる部分、nonce というあります。日本語で何と言えばかな。日本語でもノンスですね。はい。英語でもあまり意味ない単語ですけど、分野的なものです。nonce と言って、それをランダムな形にいじって、もう一回ブロックを作って、ハッシュして、1億回。ハッシュの計算するのって、ブロックのデータプラスの本数で計算するんですか？そうですね。はい。あと、取引の順番も関係あると読みましたので、取引の順番もいじってるマイナーがいると思います。
だから結果は予測できない。ハッシュすると、ちょっとだけバイトの形を変えると、ハッシュは全く予測できないランダムな数字になりますので、いろいろいじれます。でも、基本は取引を、まずは誰でも取引を作れない、秘密鍵が必要ですけれども、取引を含めない場合も、ありえますけれども、あまりないんですが、でもあり得る。これ、1億回、1億回、繰り返して、だいたい20分、計算がみんな合わせて、20分に一度、世界誰でも、誰か当たる、計算。これ難易度の、働きなんですが、ビットコインでは、一番低い難易度が1だったんです。最初のブロックで、だんだん、上がっています。マイナーの数が、上がってるから。難易度が、各2015個、ドキュメンテーションに書いてるのは2016ですけど、それなんかバグがあるみたいで、2015個のブロックに難易度を計算して、この、ブロックのタイムスタンプを見て、だいたい2週間かかるに、望んでいます。だから、それで難易度を調整します。2週間っていう。2週間ですね。はい。10分間の2016はちょうど2週間なので、それに目指している。はい、だから、各ブロックは10分に、調整するんですけれども、こういう平均はなるべく大きいブロックの数を使いたいので、安定を、させるために2016個を使って計算します。難易度のすごい重要なポイントはこういう下の方に書いてますけど、参加者は全員は同じ計算をして、全く同じ結果ができる。だから分散型の合意形成システムになります。それは非常に重要です。これ Proof of Work の前に説明した。Proof of Work の基本中の基本はこういう参加者の計算力をみんな合わせて、ブロックが正しいだと証明を、されるものです。で、もう一つの点は、複数正確なブロックはあり得ます。難易度の計算と、例えば、ネットワークの取引の送信が一部に遅れたら、この部分が取引が持っていないので、両方とも同時ぐらいにブロックを作成できます。が、それはよくありえますけど、ビットコインでは一番、長いブロックチェーンの、しか存在しないです。ブロックを作成するには約10分ぐらいかかりますので、みんな、全世界のみんなで10分ぐらいかかりますので、個人でいっぱいブロックは作成して新しいチェーンを作ろうとしても、不可能なものです。みんなわかりますか？ちょっと難しい点なんですけど、でも、セキュリティのために非常に重要なポイントです。だから、一番ブロックが多いチェーンが正しい。各ブロックがこういうノンツ、コンピューテーショナル、問題から作成しているから、すごい難しい。計算力すごい、ものすごく難しいというか、力でしか計算できない。そう。はい、だから逆算が不可能だから難しい。
だからまあ総当たりで計算するしかなくて、その総当たりで計算するのをまあ世界中でやってて、それでまあ10分以内でそのある難易度以下のものを求めるっていうのは、すごい計算時間がかかるんですよ。だからその計算時間を使って安全性を保証している。だから不正をしようと思ったら、その計算時間以上、まあ、その計算時間と同じだけの時間をかけて、そのチェーンの正しさを、その正しいチェーンを作らないといけないんだけど、それは、まあ、世界中でやってるやつには、とても一台では勝てないからっていうことで、安全だっていう、そういう考え方。そうですね。それから、まあ、正しいとの、まあ、言える正しいと思います。まあ、プルーフ・オブ・ワークに関して、まあ、いろんな問題点もありますけれども、例えば、マイニング団体が、まあ、よくあります。それは非常に、まあ、半分の力以上、持つことになったら、自分で決めて、すごい長く、一番長いチェーンを作成、することが可能になりますので、これは、まあ、嘘のデータをまあ、入れられるし、まあ、ダブルスペンド攻撃など、まあ、ありえますけれども、まあ、実際には、まあ、可能性が非常に、低いけれども、まあ、まあ、マイニングの一つの問題、と、言えます。あと、ピアツピアのノードを立ち上がるモチベーションがなかなかないんですね。マイナーだっても、まあ、データをピアとして通信するメリットがないので、必要ないものなんですが、残念ながら。あと、まあ、これも電力が非常に無駄になり、地球環境を痛め、まあ、人を殺したり、金もかかります。中国では、一箇所だけのマイニング集合が、月あたり、8万ドルの電気代がありますので、かなり、電力が、そういう中国が非常に安い、電気代のに8万ドルがかかってしまいます。まあ、一応にこういう問題が、点が、まあ、あります。まあ、プルーフ・オブ・ワークの一般な働きを考えると、極端にこういう働きになります。これはマイナーによる計算力の確率分布を作って、サンプルを取って次のブロックの作成者を決まる。わかりますか？計算力の確率分布っていうのは、これすべてのマイナーです。で、マイナーはそれぞれの計算力があります。横軸は、横はマイナー参加者。マイニングされるユーザーのそれぞれの計算力があります。自分の計算力が、非常に高かったら、自分は次に決定してもらう。計算力が高いのは真ん中なんですか？まあ、まあ、仮に作りましたけど、でも、まあ、多分ノーマルじゃない、多分、まあ、トレッドとかの方が多いと考えられますけれども、まあ、一応にこういうふうに確率分布があって、計算力による次のブロックの作成者を、決定するものです。それはブロックの作成者を決定するのに、その確率分布を使っているっていうことですか？そうですね、はい。数学的に、極端にこういう、こういうようになります。まあ、一個ずつのブロックだけを見たら、これを見れないかもしれないけど、まあ、20年、30年、100年経っていったら、結局、こういう、プロセスに、なります。これ分かってくれる人は非常に、なぜか非常に少ないと思いますけど、でも、
ちょっとわかりにくい。図がちょっと悪いと思うんですが、それは。横軸はわかりにくいです。はい。マイナーっていうのが、もっとだからブロックを作成する確率なんじゃないのかなという。そうですね。ブロックを、作成確率が多分こういうグラフになるだと思いますね。大体プレットの分布、になると思います。だからブロックの自分、計算力と、決定する可能性が同じなので、同じとしてますので、多分、そうですね、縦軸の方が違うの名前があったほしい。あと、多分シミュレーションでこういう、より綺麗な分布を作れるんですが、極端にそういうなりますけど、こういうことに基づいて、こういうアイディアが、ありました。2年前とか。こういう計算力の確率分布からサンプルするより、電力を無駄にしない、数学だけを使って、分布を作って、それからサンプルを取る。が、こういう、そのアイディアからこういう提案、Proof of Stake というアルゴリズムの提案がありました。日本語ですごい難しくて、取得した権利の残高の証明、分かってくれる人いるかなアカウントに持ってるお金ですね。こういう計算力の分布じゃなくて、計算力の代わりに、お金、アカウントに、残高を利用して、次のブロックの作成書を決定することです。一言で。これから、詳しく自分で開発したアルゴリズムを、説明するので、Proof of Stake は、ちょっと後で、詳しく説明するけど、本発表ではそんなに詳しく説明しないんですが、こういうアイディアが、主として、分かっていったらいいと考えられます。でも、残高だけじゃなくて、いろいろあり得ます。家に飼ってる猫とかの分布とか、何でも、証拠があれば使えると考えられますけれども、自分が、作ったのは、重要性の証明、Proof of Importance という、レンでは開発したアルゴリズムですが、これは経済に関するユーザー自身の重要性によって、次のブロックを誰が作成するのかを確率的に決める。実際にどうやって計算できるのかを、これから説明しますので、ぜひ聞いてください。Proof of Importance に、一番基本は、こういう取引グラフに基づいて計算しています。これは、非常に重要なデータですけれども、今までは、他のプロジェクトはなぜか使っていないんです。Google 検索とか Facebook などは、グラフの情報は非常にうまく利用されているのに、暗号通貨、仮想通貨の世界では全然無視しているのはすごい不思議かなと思いますが、これグラフテオリーに基づいて、あるアカウントは取引によって重要性がそれぞれあるということが一般なことなんですが、詳しく説明します。まずは何が必要か、計算に付与された残高が必要ですけれども、これはいろんな攻撃を防止されるために付与されたもの、残高だけじゃなくて、時間が経ってから残高はだんだん重みをつけるものですが、例えば10万全とビットコイン何でもあれば、最初は完全に重みがゼロで、毎日は残ってる、付与されてない分が1割を付与されるので、
20日間経ってたら約、9割が付与されるようになります。こういうカードが、ありますので、その働きを、一般に分かったらいいと考えられます。時間が経って付与された残高が上がると、分かればいいと思います。あと、計算にもう一つのは、このアウトリンクの行列。アカウントから送金されたお金がアウトリンク、として、カウントの数かけるカウントの数の行列がこういう行列になります。あと、取引グラフもクラスターをして、クラスターの情報を、用いています。これ NTT で開発したアルゴリズムなんですけれども、大きなグラフがあって、グラフの、クラスターと、クラスター間のハブ、あと、ノイズ、アウトライヤーの、アカウントも、計算できますという、ことです。これは、取引のグラフが入力して、取引したらリンクがありますので、簡単に、計算できます。この論文ですね、構造積類似論に基づくグラフクラスタリングの法則化が、去年、NTT からの論文ですが、これは非常に早いアルゴリズムですが、だからクラスターの情報も含める。あと、最後に、重要性の計算に含むものは、こういう NCD Aware Rank という、すごい説明しづらいアルゴリズムなんですけど、Google の有名なページランクと同じようなものなんですが、NCD Aware の部分だけが新しい。じゃあ、NCD は何ですか？英語で言えば、これ、nearly completely decomposable というありますけど、行列があれば、大体、composable としたら、これは一部になると、これも一部とか、行列が大体切り分ける。でも、このアルゴリズムとして、一部とかちょっとあるので、絶対的に切り分けないんですが、でも、これがあっても、大体こういう形になる。隣接行列。隣接行列って、コンプリートリーっていうのは。はい。これ、nearly completely。nearly completely。この言葉が、経済学者からの言葉なんですが、ヘルベート・サイモンという、ノーベル賞の経済学者が、複雑なシステムは、階層的なものですけれども、絶対的にそうじゃないんですが、でも大体そうですという議論からこういう言葉が。コンプリートリーっていうのはグラフがコンプリート。いや、completely decomposable この図見た方が分かりやすいと思うんですが、それぞれのノードがあって、大体形として、これは大体一部、これも一部、これも一部。各場所間のリンクも貼ってますけれども、構造的に、大体切り分けてるということです。こういう、これに基づいて、ページランクをちょっと含む、数式としてこういうなります。これ行列ノーテーションなんですけど、O は、これアウトリンク行列
と、アウトリンクの重みがつけてて、これは、前の NCD のもの、クラスターの情報の行列とその重み。これ今、ページリングと同じようなテレポーテーション、各アカウントにランダム的に他のアカウントに取引できるので、こういうふうな確率的な、行列があります。それを繰り返して計算すると、グラフの構造によって、ある程度のアカウントの重要さを測ります。これページリングともうすごく近いですので、Google の検索によく同じようなアルゴリズムを使われています。じゃあ、それすべての必要なものを説明したので、重要性の計算本体はこういうなっています。これは、これから始まりましょう。B が付与された残高、プラス、送金されたお金、プラス重みがあります。重みが 1.25 ので、ただ、これを考えると、アカウントの、残高プラス、他人にあげたもの。送金されたって受け取る。そうですね、もうないですね。だから、でも A から B に100にあげたら、それは経済に役に立つ。プラスというマニーが、早くなりますので、例えば、アカウントにもうすでに1000があれば、送ったら、900になりますけれども、送った分の重みがあってて、送った分って100じゃないんですか。100です。100×1.25。まず125が、だから結局1025にこの値になります。だから自分がもらうより上げる方が、需要性が高くなるということです。送金した方、はい、送信した方が送金したXに上がります。あと、これ、ネットのもの、日本語で何と言えるかな、グロスじゃなくてネット。だから、100、これ100を上げて、200もらったらマイナス100になります。だからこれマイナスになります。ので、だからマックスがある。だから0からこれ、マイナスにならないように、しています。で、それから、ノーマライズ、しています。これ、L1 のとして、計算しています。じゃあ、これは、いわゆる、残高の部分。これは、前に説明した伸びた、NCD error rank がこれです。これ、重みがあって、約 13% になっています。だから、グラフの構造によった夜の、重要性が13% ぐらいしか増えないです。これ、セキュリティのため、ですが、リンクスパムの攻撃があり得ますので、それを防止されるために、あまり影響がないために、リミットをかけています。これをして、解で、
含める。これはグラフの構造の重み。このアカウントがクラスターに入っていたら1となって、クラスターに入ってなければ0.9、なんか1割が下げます、重要性が。なんかあんまり、まあ、クラスターにならないと、他のアカウントとあんまり対応がないので、お金があっても重要じゃないでしょう。はい。グラフ構造の重みと NCD アウェアランク値の違いってどんな感じでしたか？はい。NCD アウェアランク値が、まあ、この値が、まあ、大体ページリンクと同じようなので、グラフに誰が取引したら自分がもらうの確率。Google で大体そういう。検索したときに上に来るか下に来るか。そうそうそう。グラフ構造の重みがじゃあハブになってるかとか。そうそう。これはまあクラスターに入ってるかどうかだけですね。まあ、構造をまあ一般に使ってる。まあ将来にもっと詳しく使えばいいかなと考えられますけれども、まあ、こういうところで、まあ、クラスターに入ってるかどうかだけで判断しています。まあ、クラスターに入ってないものが、まあ、まあ、他のアカウントとの関係が薄いから、まあ、ちょっと低くなった方がいいと考えています。そのノーマライズ話しているところなんですけど、はい、マックスゼロだったら必ず正になるから、はい、1か0にしかならなくてことです。ノーマライズは、まあ、そうですね。全部、1に、1で0だったら0っていう。そうです。はい。まあ、全部合わせて1に、サメーションになると思います。はい。全部合わせて1。そうですね。NCD ラレンも同じ、ですけど。ノーマライズってどこからどこまで書くか？ノーマライズはこれは、まあ、B が、このアカウント、まあ、すべての。その数式、ノーマライズは、マックスの0とニュープラスシグマダブル0をノーマライズしてる。まあ、これは B だけを使っています。まあ、これちょっと、この入力が、マックスした後。マックスした後。はい、ノーマライズをします。はい。だったら0か1しかない。そうですね、0、以上になります。0か1じゃないです。ノーマライズしてる。ノーマライズしたら、これみんな合わせたもので、だからみんな合わせて1、まあ、sum to unity、になります。だからまあ、すべての、これはすべて0から1の間になりますけれども、まあ、これも同じ、NCD ランクの計算にも、みんな合わせて1になります。まあ、これは確率分布のものですから、すべてのアカウントに、このアカウントがお金をもらう可能性が、こういう分布になります。まあ、いろいろありえますけれども、まあ、こういう設定、してるだけです。だから、これは0から1のもの、これも0から1のものので、まあ、同じ値になっているわけです。まあ、一応に、これはまあ重要性の計算です。まあ、複雑かもしれないけれども、まあ、経済に関する貢献と考えられます。まあ、習得した権利の参考と、この重要性という、まあ、比較するために、ビットコインから去年の10月あたり、54,000
まあ、5万5千ぐらいのアカウントからの情報をダウンロードして、すべてがランクつけたんです。例えば、取得した権利の残高が一番お金ない人は1、一番お金持ってる人はまあ5万5千ぐらいですね。こういうランクをつけてて、まあ、同じ値段があっても、まあ、ランクをつけました。でも同じランクになりました。だから100ビットコイン持っていたらみんな同じランク、まあ、になったんです。と同じように、重要性も、ビットコインのグラフに、計算して、まあ、ランクをつけてて、まあ、こういうような結果が得られました。これは、まあ、上がお金持ってるカウントを全部選んで、真ん中から、まあ、お金持ってるハーフと持っていない、まあ、分母なアカウントの半々に切り分けて、まあ、こういう残高と重要性は、まあ、残高から重要性になったら、ランクはどのぐらい変わるかを計算したんですが、まあ、お金持ってない人は、約2800ランクが上がりました。お金持ってる人の半が約、まあ、3000下げた。平均は60ランクを下げたというところで、まあ、解釈として、まあ、お金持ってる人は割と、まあ、下げて、まあ、インフルエンス重要性が下げて、金持ってない人は割と、まあ、力を持っていることになりました。まあ、これ見たら、まあ、より分かりやすいですけれども、まあ、精神系型にしていますけど、これ残高と、重要性。まあ、分かりやすくなりますのなれるように、まあ、ちょっと、違いが大きくなっていますけれども、まあ、同じ値になっていても、まあ、これより平等になってて、まあ、これ非常に差があります。まあ、これ同じアカウントの情報です。まあ、メッセージとして、重要性は残高を利用するより、まあ、平等な参加資格と、言っておけばいい気がします。じゃあ、まあ、これ重要性の計算なんですけれども、念のブロックの作成仕方には難易度が必要ですが、ビットコインの難易度がまあ、2週間の分のまあ、計算があってて、我々はまあちょっと違うの難易度のアルゴリズムを実現して、まあ、前の60ブロックの平均の難易度を持ってて、あとブロック間の時間が全部持ってて、新しい難易度を作ります。だからこれ平均の難易度と平均の時間、これ60。なぜ60か、ブロックの時間が60に目指しているから。ビットコインは10分間ですけど、我々は1分、これ60秒です。すみません。まあ、新しい難易度が前のブロックより、まあ、5% 上がったり下げたりしていたら、5% に、リミットをさせていますので、一つのブロックで急に上がらないように、5% まで。実際のデータは、まあ、これ本番のネットワークからのデータなんですが、まあ、大体こういうふうに上げています。でも、まあ、この計算はすべての参加者が独立的に、計算して全く同じ、結果がとなりますので、難易度に、使います。そのビットコインの場合は2週間に一度チェックするわけじゃないですか。はい。これはその61分ごとに変えるっていう、はい。各ブロックで変えます。
なんかノードはネットワークに参加したり、やめたりよくありますので、それを調整するために、なるべくすべて60秒になりたいです。でも実際の時間は、すごいうまくいきています。これ58秒、これ62秒、大体この間、これ実際のデータで、年の、大体60秒プラスマイナス 0.5 秒に調整しています。このアルゴリズムを、開発するには3ヶ月ぐらいかかってて、すごい調整するには難しかった。ばらつきが、10分いっても60秒いってもばらつき必ずありますけれども、ばらつきが多いとユーザーに迷惑をかけます。送信するときに自分が予測できるほどにしたいんですので、これはすごい重要で、みんなすごい頑張っていました。これすごい調整してる。これは、一つのできる理由は、年では、ピアトゥピアの統計サービスを、今日は説明しないんですが、でも、ピアトゥピア、統計サービスを、実現しました。これも数ヶ月かかりましたけど、ピアトゥピアのネットワークので、外からのデータを使えないです。普通に統計見れますけれども、こういうようなものはありえない、ピアトゥピアのネットワークので、ありえなかったんですが、我々が作ったんですが、普通の世界の時間と関係なくてもよくて、ピアの時間だけに関係、を作ったらいいと考えられます。それ、かなり複雑なアルゴリズムので、説明しないんですが、いろんな攻撃を考えながら、実装したものなので、安全、ともあります。年では、ブロックのスコア値が、こういう、計算があります。難易度マイナス、前のブロックからの時間がスコア、値になっています。ブロックチェーンのスコア、全体的なチェーンのスコアが、すべてのブロックの、スコアを含めて、そういう、値になります。ちょっと後で利用しますので、単純なものですけど、こういう計算がありました。Proof of Importance では使ったら、ブロックをどうやって作成できるのかは、こういう説明なんですが、これ2つのもの、ヒットとターゲットがあります。でも、ヒットはターゲットより低くなったら、このアカウントがブロックの作成者になれますという、マイニングと、同じようなものです。でも、今回ではマイニングが、計算が別に関係なく、数式は、簡単にできる、計算、各1秒計算してできるかどうかは、みんなわかります。こういう計算になります。ヒットに含めるのは H というものが、H はランダムな数値です。前のブロックのジェネレーションハッシュ、普通のブロックハッシュでもいいんだけど、でも、ジェネレーションハッシュを使って、このアカウントの公開鍵。これを、両方ハッシュして、新しいハッシュが来て、これは250ビット、数字に、して、ここに使えます。これは、割と小さい数字ですけど、256ビットなので、これ2 to the power of 256になって、番号をかけて、こういう大きな、これ2 to 54、これ2 to 64ので、ターゲットは、大体、大きくなりますけれども、これも含めます。これ、重要性を使うところがターゲットに使っています。T が前に説明した前のブロックからの時間、でもタイムサービスがありますので、
これを利用して、時間を使える、統計のサービス。B が需要性のものです。これ、円はノンインフレーショナリーので、一定、通貨の量が一定しているので、これ、事前から決まっている量かける、重要性、このアカウントの重要性。みんな同じになっていますので、すべてのアカウントので、重要なのはこういう、個人のアカウントの重要性のものです。これ、新しいブロックの、難易度が、D はこれになります。でも難易度が、先に説明した通り、前のブロック、ブロック間の時間が出て、これですね。じゃあ難易度が出て、前のブロックからは T で、でもだんだん上がりますので、すべての、参加しているアカウントが重要性が低くても、待つとT が大きくなって、誰がブロックを当たります。Proof of Stake も同じようなものですけれど、こういう重要性じゃなくて、残高を利用しているわけです。こういうアルゴリズムによって、確率的に、次のブロックの作成者を、決定できる。あと、すべての、情報がみんな共通している情報なので、ブロックを誰が作ってネットワークにブロードキャスト、送信したら、みんなこういう作成者が作成できるかをちゃんと確認、独自、確認できますので、安全なアルゴリズムと言える。そこまでは一般、ブロックチェーンの、すごい、一般な情報なんですけれども、より詳しい、情報も分かっていったら、サービスを開発しようとしたら、役に立つともありますので、ちょっとこれからちょっと詳しい情報を、説明します。よくある、ブロックチェーンアンマイニングがあります。これは、正確なブロックは複数あります。先の、スライドに見たら、時間に関して、例えば、同じ時間かほぼ同じ時間は2つのアカウントブロックを作ったら、両方は正確と言えますが、それはスコア値が高いチームだけが、存在するので、ピアと同期するときに、ピアとピアの情報通信なので、ピアと同期するときに、こういうスコア値が自分より高い、ピアがブロックチェーンの方が高かったら、ピアからブロックをもらって、自分のブロックを、消して書き換えるものです。これよくあります。これソフトフォークのものなので、ピアから、システムに関していろいろありえますが、ビットコインは多分最初のブロック、一番最初のブロックまで決してリプレイスされるなんですが、では366時間の分のブロックだけを、自分から消してピアからもらう。これ安全のために。だからフォークがあって、6時間超えたらもうネットワークが、死にます。けれども、これは非常に難しい。あまりない、あまりない、あまり、起これない状況なんですが、普通のフォークはだいたい1か2ブロックだけですので。でも、ありますので、自分のノードが、ビットコインでも、ブロックチェーンを持っていったら、この情報が全く変えないわけじゃないんです。自分のネットワーク
の状況に、よって変えるものです。ビットコインだったら、変えるものは、期限されてないんですが、年では6時間超えたら自分のデータは絶対壊れないものにしています。ピアトピアネットワークのことを多分みんな基本が分かってると思いますけど、すべての仮想通貨のプラットフォーム、それぞれが、ピアトピアで情報を通信、しています。ピアはいつでもやめたり、参加したり、ずっとありますので、結構難しいプログラミング状況なんですが、最初は、ハンドシェイクというものがあって、ピアが見つけて、ハンドシェイクという、あって、これ自分はリクエストを送って、リクエストプラスランダムの数字を作成して、ピアにあげる。ピアがこの数字を取って、暗号化して、証明されて、返事にする。だから、ピアの、証明を、確認できるようになります。だから、このピアは誰かと分かります。でも、それを同期して、フォークなどは関係なく、普通の一つのピアから400個、1回400個のブロックを、までもらいます。すべてのブロックチェーンを持つまでは、これ無限、繰り返して、常に、新しいブロックがあれば、それは誰かから取ります。ネットワークの安全化を向上するために、年ではこういう、アイゲントラストという、ピアトピアレピュテーションシステムを利用しています。他のプラットフォームは利用していないんですけれども、これ、ピアが嘘のデータを、ピアから嘘のデータを受け取ったら、その情報、この人が嘘をつけているという情報を他人にも共通してレピュテーションを作っています。これはピアの信頼性。さっきのハンドシェイクのところに、ピアの証明があったので、暗号化の、向こうの公開鍵が分かっていますので、公開鍵につけて、信頼性を含めてみんなに共通しています。だから、アイデンティティ、ピアの公開鍵はノードのアイデンティティになって、レピュテーションを作れる。シミュレーションとしてこういうなります。悪な悪いピアはずっといつも嘘をつけていたら 0% honest とフィードバックもレピュテーションシステムにも参加しているので、それはいつも嘘をつけると、こういうなります。みんな同じように、信頼していたら、こういう青のバーにして、これは緑がこういうシステムを利用していったり、縦軸ができなかった動機とか、連絡がダメになった、確率で、横軸が悪なピアの数 0% から90% まで。みんな悪なピアは完全に悪くて嘘ばかりだったら、それすぐ分かってて、情報を共通していたら、共有していたら、あまり、ネットワークにある9割のピアが悪くても、96% 以上の、データ通信が問題にならないということですので、悪なピアが多いと、迷惑をかけたり、ピアトピアネットワークにデータ通信が送ったり、遅れるなどで良くないんです。もっと偉い、
まあ、悪な PR が、6割だけが嘘。だから半分、まあ、ちょっと以上が嘘で、まあ、4割が正確なデータ、まあ、情報を、共有していたら、まあ、これの方が難しい、ですけれども、まあ、これでも、緑のバーが、まあ、9割が悪くても、8割以上の、通信がまだ大丈夫。まあ、ここまでできたら非常に、危ないじゃないですか。すべて、まあ、9割のピアが悪いネットワークに参加したくはないんですけど。まあ、まあ、こういうようなシステムがあってて、まあ、より暗号化の証明だけじゃなくて、工学的な考え方があれば、より、安全な、まあ、使いやすいブロックチェーンを、実現できる。まあ、最後の方なんですが、まあ、念のプログラミング API が、まあ、こういうリンクがありますけれども、まあ、全部 JSON の API です。クライアントでも、クライアントサーバーを切り分けて、クライアントが、JSON の API を、まあ、だけを利用していますので、非常に、使いやすい。まあ、Python 使ったら、まあ、産業でこういうすべてのアカウントの情報を取れますが、まあ、これ、まあ、HTTP の Request のライブラリなんで、これ、まあ、ノード内 IP と、まあ、サーバーの情報と、まあ、API としてアカウントの get、forward address。このアドレスの情報、長いですけど、このアカウントの情報が欲しい場合は、こういう実行をして、まあ、バランスが分かったり、作成されたブロックの数が分かっていたり、重要性とか、パブリックキー、まあ、付与されたバランスとか、まあ、そういうそれぞれの情報が、あります。まあ、取引の、API もありますので、まあ、これゆえに、この作成したら、非常に簡単に考えられます。まあ、将来に向けて、まあ、現在では、まあ、ブロックチェーンの利用仕方が、まあ、大体、まあ、バリューを、他人にあげると、メッセージを、まあ、通信するとか、まあ、十分いいと思われますけれども、もっとも面白い、まあ、スマートコントラクトのような、役に立っている、ものがあり得るんじゃないかと考えられて、まあ、年はこういうモザイクのタイルシステムを実現しに開発、進んでいます。これは、まあまあ、スマートコントラクトなどの簡単なものからいろいろ含めて、よりまあ、レゴブロックと同じように組み合わせて複雑なものを実現したら面白いかなと考えられますので、まあ、まだこれから実装する予定です。まあ、まとめに、ブロックチェーン技術は、まあ、分散型情報通信に役に立つもので、送金だけじゃなくて、まあ、いろんな情報も、通信できる。まあ、もののインターネットに関しては、まあ、例えば複数デバイスの状況を共有しようとしたら、まあ、例えばこういう家で知能ラムシステムを、作りたかったら、まあ、それ多分住宅のカメラと電話、まあ、画像解析コンピューターとか、まあ、そういうふうにいろんなシステムを組み合わせたら、まあ、一つの一箇所だけに、まあ、一箇所だけに、まとめて解析しようとしたら、危ない。攻撃者が、まあ、例えばこれだけにしたら、もう、警察に連絡できないし、まあ、いろいろありえますので、まあ、より分散型に情報を共有していったら、まあ、攻撃者に強いシステムを実現できるではないかと考えられます。まあ、アメリカではよく家の攻撃者が
なんか電話の線をなんか切れてます。なんか家に入る前。なんか地下だっても、なんか大体書いてるので、それをまずは切れて入ってますので、最近無線、アラームシステムがよく、流行していて、無線のシステムでも無線のデータ通信を、ブロックされますので、それやってる攻撃者もいます。だから、両方使って、いろいろ使った方が安心と考えられます。以上となりまして、何かご質問などございましたら、ぜひ。ビットコインと SLM の場合は、サードパーティーがたくさん入って、上のレイヤーで独自サービスをどんどん作っているところが強いと思うんです、ね。そうです、はい。それと同様に、サードパーティーを集まるような仕組み作りとかっていうのは。そうですね。それ、ネットワークエフェクトがすごい重要で、今では、いろんなものが、一つの会社に、信用するしかないんです。例えば、Apple のコンピューターに向けていろんなデバイスを作りたかったら、Apple が API を変わらないと信用して、Apple がいい会社と思わないと開発進めないし、いろいろトラストが必要な状況なんですけど、物のインターネットにブロックチェーンなど、同じような分散型こういう形成システムを利用すると、Apple だけじゃなくて、Microsoft だけじゃなくて、一般に会社に向けない会社が管理していないものを作成できます。今ではファイナンシャルシステムが多いですね。ビットコインと、市場、ペイメントプロセッサーとか、それが非常に多いけれども、これから多分、僕の利用の方が増えると期待しています。すごい重要なシステムなので、送金するだけで、もったいない感じではないかと考えられます。ビットコインよりも多分時期的にも後ですし、いろいろ改善されてるとは思うんですけど、今のビットコインでの問題を解決する感じですか？つまりすでに600ぐらい通貨がある中で、どういうマーケットに入っていくっていうか、なんかその辺のビジョンっていうかあればお伺いしたいんですけど。年ですか？はい。年だけですかね。おっしゃった通り、600個以上の、仮想通貨がすごい盛り上がってありますけれども、それぞれの価値がないと、進めないんです。価値がない通貨が基本なんですが、年では、通貨送金などより、情報、分散、情報システムとか、スマートコントラクト、レピュテーションシステムに非常に興味がありますので、それの方が、これから、実現したら、急な、利用になるではないかと考えられます。そうですね。今までは、ビットコインの問題を、いろいろ見て、解決していましたけれども、それ、極端なものじゃない、目的じゃないんです。結局、ビットコインを、攻撃するじゃなくて、人工知能とかそういうあたりに興味が個人的にあります。ビットコインでは、いろんな、サービスとかありますけれども、ユーザーの数は大変少ないです。これから増えると期待していますけど、ユーザーは、まずは技術、テクノロジーにそんなに、
まあ、一番重要なものじゃないです。まあ、OS2 とか、まあ、いろんな歴史的にもっといい技術がありましたけれども、誰でも使わなくて、もう破ってしまったテクノロジーが盛り上がっていますので、ユーザーがエクスペリエンスとか、まあ、ソーシャルプレッシャーとか、それが非常に、多いです。ですけれども、まあ、今6年間が経ってて、ビットコインはまあ10万人も使ってるか自信ないんですけれども、まあ、なぜかは分かりやすいです。通貨が誰も欲しくないんですから。でも、分散型、こういう形成システムは、まあ、それ本質であり、それは人が欲しいものを、実現させると信じています。じゃあ今言われた話だと、通貨的な側面よりもブロックチェーンの応用性にフォーカスした、そういうブロックチェーンですと、インフラレイヤーですと。そうですね、まあ、ブロックチェーンの方が役に立つと思われますけど、まあ、これはまあ絶対に、ビットコインはダメだ、他のものを使うべきかと言えてないんですけれども、まあ、ビットコインも開発している最中で、改善したら、まあ、何でもあり得ると考えられます。でも、まあ、でも、非常に、新しいものですけれども、まあ、これから新しいものも来て、我々より、いいものを作成したら、まあ、期待していますけれど、まあ、我々も、開発進んでいるので、まあ、マイクロソフト、アップルと、まあ、Linux と、それぞれがあってて、まあ、まあ、ユーザーの好みで、利用しています。だから完全にオープンなシステムに目指している人が、まあ、Linux 用の、通貨を使いたいではないかと考えられます。はい。そのページの IoT で複数デバイスの状態を共有するのが望ましいみたいなありますけど、例えばカメラと電話で状態を共有するのにブロックチェーンを使うのがどういうそうですね。まあ、これ、そうですね。まあ、いろいろありえますが、まあ、多分その2つだけじゃなくて、まあ、別のシステムを、まあ、ブロックチェーンに、例えばスマートコントラクトが、ブロックチェーンに生きてて、それをいろんなデバイスからの情報を、取って分析して、まあ、いろんなコードを、させると考えられます。でも直接、まあ、IBM アダプトような、なんか、洗濯機が、まあ、物を買ったり、まあ、それは誰にも喜ばないんじゃないかと思いますけど。はい。はい、まあ、今終わりました。最初の発表で、ちょっと長くなりましたので、ちょうどいいタイミングに進んでいます。じゃあ、なんか挨拶。はい、すみません。まずありがとうございました。すみません、遅くなります。主催者の、ガッシーと申します。よろしくお願いします。では、どんな感じですか。ちょっと、もう続けて発表しましょうか。休憩、はい。ちょっと、じゃあ、休憩取ってもらって、その間に準備しますので。どんな感じですか。ブロックチェーンについては大体皆さん。今、ブロックチェーンの一般的な説明とメモの説明を両方されました。そうなんですか。はい。まあ、かなり詳しく。多分一般何かをかけてる、まあ、どうでしょう。一応、キャストしてます。はい。わかりました。プログラムだコンポータンスが難しかったです。そうですね。まあ、フルサーバーの、まあ、非常に良いものは、やっぱり6年前に提案されたもので、非常に、まあ、簡単、実
テムするには非常に簡単です。無駄の多いものであるというのはそうですね。だから、それを無駄をしないようにしたかったら、いろんなトリックがありますので、それを全部考えて、より複雑なシステムを作る。あと、我々は経済に関する興味があるので、それを経済のトリックグラフを利用して自分の博士課程の研究では、グラフの分析はよくやっちゃう。空間情報という分野で、ナビゲーションなどに、分析をしています。彼は自分の同じ職場なんですけど、ATR インターネット。で、ここは要件なんですけど。僕も目立ってるかもしれない。すみません。すごい。どんな感じですか？理解。そうですね。ブロックチェーンの基本的なところは。イタリアに入っていこう。誰から誰にしたトランザクションをバーってやって、それにこのブロックチェーンをまとめて、そのブロックを使うのがつなぎないと、誰かに計算やってもらって、計算やってもらって、できた人が登録にできた人がそのご褒美として、ここにもらえるんですね、あれは。そうです。でも、今、ビットコイン、手数料プラス、登録してもらうっていう、登録してトランザクションをお願いしたいとは、手数料と、あとなんかビットコインってブロックが増えるごとに、そのブロック作った人がなんか、ちょっとお金もらえるとか、ネズミコンみたいな。マック決まってて、知らない。最初の方は、ブロックが作ったら50。今はなんか80。ちょっとずつ減ってる。最終的には、ビットコインのタイプで、がもうビットコインになって、4分の決まってる。情報をやるし、その P2P を完璧に得意して、やってる人がいるThis is marketing. Here in Florida. Yeah. Okay. Yeah, your name sounds cool.
I'm from England. Okay. So I read this. So I learned to eat Welsh more. Sorry. Oh, yeah. You know those two. Flight agent. Someone here is older than you. Here, but have you ever been here and kind of like I see. That's my nature life. Yeah. I guess that's the one. I don't have any big one. That's fine. I'm 30 months. I don't know how. Oh, wow. Say spatial cognition. Work with, yeah. And, I work with yeah. Me before. I don't really like before Christmas too much. A lot of people are just relaxing. But I found out that that's the speculator. Speculator is like really really conservative people in general. But if you get beyond that, normal people are really great. Yeah, yeah. But yeah, they're also. That's the reason that I haven't been slipping away from back everywhere. すみません、遅くなっちゃった。ケビンが 1時間経っても来ないので、メールをしたら14時8分。 It's not just the transfer of money, but also transfer of information. なんか12時前とかに待ち合わされてましたよね。あ、はい、12時に、はい、一応伝えておいたので、想定期2時間ほど、待ちぼうけは。Right now, there's only the currency plus messaging available, but we're working on smart contracts. もしかしたら、ティンさんも一緒にいらっしゃるかなと思って、ちょっと探してはみたんですけど。そうですね。なんか、 We actually have some pretty 昨日の夜そういう話、そういう提案をされたような気もちらっとしたんですけど、なんか、読み誤ったというか、ただ一応自分、その、ジェネラルなインフォは、まあ、スカイプで出してはいたんですけど。It took a long time to. But yeah, really like Ethereum was. I like Python. Go, I like Go. お湯の卵寿司だったんですか。誰がですか？あ、はい。あ、僕は、はい、違います。No, it's really. 寿司で。なんか、昨日、なんか、あったのかなみたいな。あ、なんか寿司って言ってました。リビンがなんか寿司食べたいって言ってましたけど。昨日、その、東京でやったんですよね、見た。あ、はい。その後、その寿司が食べたいっていうので、ああ、なんか、その東銀座にそのホテルがあるだから、なんか銀座にまあ寿司あるし、そこがちょうどいいかなと。まあ、よくヒットコインで行く店があるんですね。そこ行って、まあ、23時とか23時半ぐらいに終わったらば、投資家が一人来てて、その投資家が、なんか、これが東京のベストなのを見てやるとかって言い始めて、で、なんか遊びに行っちゃったんですよ、今聞いたら、なんか5時まで、なんか、いろいろ面白いものを見たとかですね。ベスト。
それ気になって、いや、なんか別に、わざわざそのホテルに近いところまで来たのに、また戻るんだと。さっきはどうだったって聞いたら、ロング。So, it, oh, 誠とはよく知ってるんですか？いや、誠さんは初めてで。ですか。彼と同じ、似てるなとは思ってたんですけど、会社名が、私、ACR で、そんなに、まあ、それくらいやめるようと思いますけど、やめて起業しようと思う。彼は別の研究所を本をます。まあ、聞いた感じぐらい、名前ですが。すみません、宮野君でした。すごいですね。I'm pretty active in the competitor. And I got also a mathematics teacher, and now I'm studying computer So, okay. すみません。署名を、いただきます。はい、すみません。長らくお待たせして、すみません。すみません。初めての、自分も初めてのそのミートアップということで、もう全くちょっとドタバタしてしまって、今回はその、ゲイビン・ウッドさんが、ミスター・ゲイビン・ウッドが、日本に、僕はちょっと、イタリアムのその、ちょっとに興味があって、メールをしたら、メールがなんと返ってきて、それでちょっと、日本来るので、会ってみないかっていうことで、おっしゃられて、で、ミートアップないのかって言われて、それで、わかりましたってことで、ちょっと急遽立ち上げることになったんですけど、自分は、建築家、アーキテクトなんで、そうですね、イタリアムに、インターネット・ティングスのポシビリティを感じてまして、そうですね。ということで、はい、始めていきたいと思います。すいません。短い自己紹介ですが、そうですね、フリーアーキテクトですね。はい。ということで、はい。これは、僕の建築学科に通った頃があるんですけど、その時の作品でして、ちょっと、ガッシーっていう名で、Twitter をやっております。
this is my work. So, and I like 木材が、非常に好きで、but so 木材が非常に好きで、もともと、僕が卒業したのが、林学なんですよ。で、その林業、その木材のその可能性を建築につなげていきたいと思っています。ちょっと見てほしいんですけれど。Look here. So, yeah. Yeah. So, again, so,これは、平面図なんですけれど、poles and beams like this. So what I want to say is nose and edge is exactly the same ということで、so, はい。ということで、イーサリアムに、自分のやってることがつながるんじゃないかなと思いましてですね。というのはちょっと作ったシナリオなんですけれど。ということで、ブロックチェーンの、イーサリアムの説明に入っていきたいと思います。ブロックチェーンの説明はしていただいたかと思うんですけど、トランザクションをたくさん集めて、一つのブロックを作成してですね、それをつなげていくっていう。実際のデータ構造は、マーク3なんですけど、そうですね。これで、はい。で、Mr. Peter Putin, what he does is, ビタリックがしたことは、トランザクションにコードをまず追加します。アカウントのところに、ブロックチェーンだとこうだったのが、まず、ストレージを付加します。そして、スタック。スタックわからないっていう方いらっしゃいますかね。どうですか？スタック。自分が初心者なので。で、これを僕が初めて見たときに、なんだこれは。ちょうどJava の勉強をしてた頃だったんで、This is exact virtual machine ということで、これはもう本当に何でもできるなと思ったんですね。So, VM needs all kinds of programming. So, ということで、What is Ethereum? ということで、ちょっと導入はこのくらいにしてですね、イーサリアムファクションをちょっと軽くまとめたので、そちらを、
あ、そうか。ハテナゲスト。ハテナゲスト。小池、大字の小池。あ、ということで、どうしましょう。そのまま、本当にこの、ホワイトペーパーは、すごく内容が非常に濃くて、ぜひ、一度、今回は全ては読まないんですけれど、本当に、イーサリアムの全てが凝縮されていると言っても過言ではないくらいに、きちんと書かれているので、はい。ちょっと、すみません。自分が読んでいく形になってしまいますかね。ということで、読んでいきたいと思いますと。で、ビットコインへの導入と、既存の概念ということで、状態遷移システムとしてのビットコイン。技術的観点から見て、ビットコインをはじめとした暗号通貨の帳簿は、全ビットコインの所有状況を表す、状態と取引から新たな状態を出力する、状態遷移関数を持った状態遷移のシステムと見て取れますと。はい。一般的銀行のシステムでは、例えば、状態はバランスシートにあたり、トランザクションは A から B にX ドル移動してくれというリクエストにあたり、この状態遷移関数は X ドルだけ A の口座の残高を減らし、B の残高を増やします。このように定式化をすると、これですね。apply S、これが状態で、TX、これがトランザクションであり、状態遷移関数、トランジション、ステージトランジションファンクションですね。を、適用することで新たな状態を作ると。エラーがあればエラーを返すと。はい。ビットコインにおける状態とは、全コインの集合であり、UTXO、この一つ一つ、未使用のものを集めたものの
全集合となり、各 UTXO にはそれぞれ残高と所有者が記載されていますと。所有者は基本的に暗号理論における公開鍵である20バイトのアドレスとなります。トランザクションは状態遷移関数であり、1以上の入力値と1以上の出力値を取ります。各入力値は既存の UTXO への参照と所有者のアドレスと関連付けられた秘密鍵による暗号署名から構成され、各出力値は新しく生成された UTXO を保持しています。はい。で、この下に、プログラムの規定が、ビタリックの説明であるんですけれど、この辺は、多分先ほども、説明されたと思うんですけど、どうですか？ここまでで何か質問とか大丈夫ですか？先ほどのその建築の絵から、はい、なんでしょう、SLM のところってめっちゃ飛躍があったんですけど、そうですね、ちょっと、どういう好きなんでしょう？それでもうちょっと、はい、待ってください。この一応ライトペーパーと題したんですけど、ライトペーパーを一応一通り、イーサリアムの、ビットコインとイーサリアムを、読んで、そこを一応内容を把握してから、そちらの話に移りたいと思います。はい。ということで、サイツです。中央集約型のサービスを使っているのであれば、実装は至極簡単なものであったでしょう。しかし、私たちがビットコインを用いてやろうとしているのは分散型通貨システムの構築です。なので、トランザクションの順番をみんなが合意できることを確約するために、状態遷移システムと、ここが重要ですね、大衆意思決定のシステムをくっつけてやらなくてはなりません。これが、Decentralized Consensus とよく、コンセンサスメイキングマシン、コンセンサスっていうのがみんなで決めた決まり事みたいな、そういった意味がありまして、そういうふうによく、単語が使われていますね。はい。ビットコインの分散型大衆決定プロセスでは、ブロックと呼ばれるトランザクションを梱包したものを作り続けようとするネットワーク上のノードが必要ですと。はい、ネットワークはだいたい10分ごとに1つのブロックを生成するように設計されており、各ブロックは、タイムスタンプ、ボンス、直前のブロックへの参照値、直前のブロック生成後から現在までに遂行されたトランザクションのリストを保持します。はい、この辺は大丈夫ですかね。はい。そうですね。現パラダイム下においてブロックが有効かどうかをチェックするアルゴリズムは以下となります。Check if the previous block reference by the block exists in is valid. 直前のブロックを参照して、それが存在するか確かめます。タイムスタンプ、ブロックのタイムスタンプが直前のものより大きくて、さらに未来におけるものよりも、きちんと未来におけるものっていうのは、その未来までちょっと待って、それをきちんと、確かめているっていうことだと思います。Check that the proof of work and block is valid. そして、3つ目ですね。Proof of work が有効かどうか。で、4つ目。Let SL be the state of the end of the previous block. 前のブロックの最後の値をそのまま新しいところに当てはめまして、Support TX is the block transaction list with N transaction. 新しいブロックが、N 個のトランザクションが集まってきたとします。で、N 個のトランザクションに対して順番にそれを適用していくと。状態遷移関数を。ということで、最初に言ったように、本当に状態遷移関数、状態と状態遷移関数、この一言に尽きると思います。はい。基本的にブロック内の各トランザクションは、トランザクション執行前の過去の状態に応答にして有効な状態遷移を提供しなければなりません。状態はいかなる点においてもブロック内に記述されないことに注意してくださいと。あるのは、ブロックにあるのはもうトランザクションであって、関数だけであって、ステートはローカル、アカウントのところにあるっていうことに、注意してくださいと書いてますね。すごくわかりやすいですね。
はい。このアルゴリズムは検証ノードを説明する簡単な抽象例であり、ブロックに検証においても、開始状態から、全ブロックの全トランザクションを順番に適用することによって、目的となるブロックの示す状態を計算すれば十分となります。さらに、採掘者、マイナーがトランザクションをブロックに取り込む順番がとても重要だということに注意してください。もし A と B というと2つのトランザクションがあって、B は A の生成した UTXO を使う場合において、A の後に B が来ているブロックは有効ですが、そうでない場合は無効となってしまいます。一度その一つの大衆決定のシステムによって順番が決まってしまうと、それを入れ替えたものは無効ですよっていうような説明ですね。はい。それが、そのプルーフ・オブ・ワークによって、一つのものとなっている。本当にそこが、はい、書いてますね。他のシステムでは見受けられない仕様として、上述のトランザクションにおいて、一有効性条件、有効なものを一つ選ぶための条件が、プルーフ・オブ・ワークには必要となりますと。はい、厳密な定義はということで、ここはどうですか？もう説明、誠さんに説明していただいた感じですかね。いいですかね。はい。ということで、はい。もう一回言っておきましょうか。はい。厳密な定義は、すべてのブロックの WSH2 号のハッシュ値が、動的に変化するように設計された目的地、ターゲットより小さくなることであり、目的地はこれを、執筆していると、2004年ですね、の初めだと思います。2の、すみません、これ認識してないです。2の187条ですね。GitHub ページ、GitHub のリポジトリではきちんとなっているんで。これはブロック生成を計算科学上、難しくする行為であり、その結果、シビルアタックを、一人でノードを多数生成して、それでその多数決をしようって言っても、計算が必要なので、それは無理です。計算能力は持ってないと、コンピュテーションパワーがないと、シビルアタックは無理だということですね。はい。SHA2 は完全に予測不能なビジランス関数として設計されており、有効なブロックを作る唯一の方法は、単に論争インクリメントしてその新しいハッシュ値が適合するかどうかを確かめるという、非常に単純な作業を何回も繰り返さないといけない。はい、そういうことですね。現在における、はい、2の187条の目的値、はい、ターゲットは、目的値は、2の69条解の試行錯誤をしてやっとブロックを見つけることができると。ディフィカルティというものが設定されてましてですね、難易度が上がれば、こいつが、どんどん下がっていくと。これとこれを単純に割ったら、大体2の120乗ぐらいですかね。今はもっと100乗とかそれぐらいになってるとかもしれないんですけど、ちょっと曖昧ですけれど、申し訳ないんですけれど、すごく、計算が大変だということですね。次行きましょうか。大丈夫ですかね。はい。マイニングの目的を、そうです。で、ここは少し、見てほしいんですけど、すみません、今回は飛ばすんですけど、マイニングの目的をより深く理解するために、悪意ある攻撃者の起こす事件によって何が起こるのかを見ていきましょうと書いてますが、以下略をしまして、ビタリックは、ここの考察がすごく優れていると思うので、それは、ビタリックのブログにしても、イタリアンホワイトペーパーにしても、すごくいろんなことが書かれているので、その考察が豊富だということは非常にセキュリティを担保するために重要だと考えていますので、よかったら参考にしてくださいということで、すみません、省略させていただきます。マークルボク。ここまでで何か質問とか大丈夫ですか？どうですか？後ろの方とか
以上ですか。すみません。ちなみに、どういった、すみません。はい。私です。はい。私、ウェブの開発の会社やってまして、はい。でちょっとそれで勉強で。そうなんですか。はい、どうですか、大丈夫ですか、理解として。今日はいろいろ聞かせていただいて。はい、わかりました。はい。はい。マーク L っていうことで、データ構造ですね。これはビットコインですね。まだずっとビットコインの復習がてらに、すみません、何回も説明させていただくんですけど、初心者向けという位置づけで、ビギナーということで、やってます。分岐の正当性の証明には少しの濃度を与えてやるだけで良いと。これが革新的な部分だと、マーク2の。で、伝統的なその元からあった部分として、以前からどの部分にいかなる変化を付与しても、鎖の情報で必ず不一致を生むと。はい。そういう2つの特徴が、ございますと。はい、ビットコインの重要なスケーラビリティ特性は、ブロックは多層データ構造で保管されると。わかりやすいそのブロック、なんかチェーンって書いてますけど、実はこう、すごくこう枝分かれしているふうなあれなんですけれど。ブロックのハッシュ値とは実はブロックヘッダーのハッシュ値に過ぎず、これは200バイトのデータであり、タイムスタンプ、ノンス、直前のブロックのハッシュ値、マークルボクのルートのハッシュ値を保持しますと。ルートはここですね。はい。ここですね。マークル木はバイナリ木の一つで以下の3つから構成されますと。基礎データを保持する基構造の最下層の葉、リーフノードの集合、2つのコノードのハッシュ値である枝、枝ですね。はい、の集合、はい。唯一のルートですね。例です。はい。マークル木はブロック中のデータをバラバラに運搬するために作られました。書いてますね。はい、ノードは一つのソースからブロック、ヘッドだけを別のソースから必要なトランザクションに関連する小さな文目をダウンロードすることができると。バラバラに、ここに書いてますね。はい、これがうまく動作するゆえんは、ハッシュ値が上に伝播していくところです。もし悪意のあるユーザーが偽物のトランザクションをマークル木の底のノードと取り替えようとすると、この変化はその親のノードを変化させ、繰り返し伝播することで、最終的にルートの値を変化させます。つまり、ブロックのハッシュ値が変化し、マークル木はプロトコルにより結果として全く別のプロトコルとして記録され、このブロックが受注プロトコルが5となりますと、書いてますけれど、どういうことかというと、ここの値を変えると、ここの値っていうのは、こいつとこいつの、よくある、その、演算の、ハッシュの、例えば和であったり、多分和だと思うんですけど、それによってここの値が決まるので、もしここ、その歯を、ちょっとこれを変えてやると、全部上に伝播して、ここを見てやれば済むと。そういう話ですね。はい。大丈夫だと思います。はい、マーク木のプロトコルは言うまでもなく長期にわたるアプリケーションの維持のために必要です。ビットコインネットワークにおける完全ノード、フルノードとは、全ブロックの全トランザクションを処理するノードのことで、2014年の4月の時点で15ギガバイトの値を、ちょっと時間をしてきた感じですかね。1、20%は結構かかる。ちょっといきましょうか。そうですね。この辺は、ライトノードと、フルノードっていうのがあって、この、簡単にすると SPV っていうのが、ビットコインでよく使われてるんですけど、それは何かっていうと、この全てを持たなくても、
その関連するトランザクションのその一部分だけを自分のその必要な部分だけを保持することによって、その全データを持たなくてもいいっていうことですね。ということで、例えば携帯であったり、そういうライトな機器でもそのトランザクションができると、はい、いうことです。はい、スクリプト言語による記述と。はい、ここがちょっと重要なんですけど、これはどうですか？スクリプト言語の説明を一応、誠さんしていただけました。いや、スクリプトまでは説明してないんです。はい、じゃあ、ここをちょっと、はい。たとえ全く拡張せずとも、実はビットコイン、プロトコルは、スマートコントラクト、これ初めて出てきましたかね。スマートコントラクトのコンセプトの機能的に弱いバージョンを簡単に実装したものなのです。ということなんですけど、今はそのイーサリアムで、何ができるかっていうと、スマートコントラクトという契約を記述することが可能だっていうことが、一番最初に広く言われてたことなんですけれど、はい、そのビットコインも実は、ビタリックがここで言ってるのは、スマートコントラクトコンセプト機能的に弱いバージョンを簡単に実装したものです。実はビットコインもスクリプト、プログラミング言語だよ、当たり前のことなんですけど。はい、ビットコインの UTXO は、公開鍵に保持されるだけでなく、簡単なスタックベースプログラミング言語で表現される少し複雑なスクリプトが保持することもできます。このパラダイムの下で、トランザクションがスクリプト保持の UTXO を入力値とすれば、スクリプトの記述内容を満たすデータが出力値となるように、トランザクションの記述化されなければなりません。さらには基本的な公開鍵保有メカニズムでさえスクリプトを通して実装されます。ちょっと説明しましょうかね。自分の知ってる範囲で言うと、ビットコインも何かというと、トランザクションに対して、ビットコインリフト言語が、走ってて、公開鍵をプッシュするっていう動作で、プッシュして、で、何かトランザクションからデータを取ってくるっていう、そういうふうな構造を取っているということで、スクリプト言語だよっていう、公開鍵で、当たり前のこと、すべてのソフトウェアはそういうふうに作られてるんですけれど、はい、そういうことですね。で、はい、省略させてもらいます。はい。で、ビットコインで、実装された、スクリプト言語にいくつかの重要な制限があります。まず、チューリング関連性の欠如と。はい。で、値が定まらない問題と。これは、ですね、ビットコインだと、ステート、0か1かで決めてしまわないといけないんですね。ということは、例えば未来における取引において、例えば、イーサーっていうビットコインドルの、30日後に価格に対して取引をしましょうっていうことがあれば、その時の値に応じてそれをトランザクションをそのステートを発行しましょうっていうトランザクションにそのステートをいくらの額を移動するっていうことを埋め込むには、ビットコインでそれをやろうとすると、すべての値を取り得るような下地を用意して、そこからトランザクションをやらないといけない。つまり、例えば2の30乗まで30個の箱を作って、そこに2の0乗から2の30乗まで値を入れといて、そこから2の値の数字を選び出すと。そうだと0から2の30乗までの値を
作ることができるけれども、それはちょっと非効率でしょと、ビタリックがここで言っています。はい。で、そうですね。状態の欠如。はい。UTXO は、使うか使われない。これが、はい、すみません、読んでいきましょう。ここUTX を使うか使われないかのどちらかのを必ず決定してやらなければなりません。このため内部に状態を保持する仮想形式の機の契約やスクリプトを記述することができません。このことにより、多分岐選択可能な契約や、分散型取引のオファー、2段階の暗号理論による、決定プロトコルを作るのはとても困難となってしまいますと。さらに UTX は単純な一度きりの契約を作ることにしか使用できず、分散型組織のようなより複雑な状態を保持する契約を記述できず、メタプロトコルの実装を困難なものとします。また、値の定まらない二進数状態では、先ほど説明したものですね、引き出し制限が不可能となります。はい、引き出し制限のそのアプリケーションが無理だということですね。はい、ブロックチェーンが、見えない問題。これら、端的に説明いたしますと、トランザクションからブロックチェーンのデータを参照することができないと、そういう作りになっているということです。でビットコインはもうそれでローンチされてしまっているんで、ビタリックはちょっと、どうしようかなと悩んだ挙句、新しいもの、ニューバーンを提供しようということで、イタリアムを作ったと、はい、書いてある。はい、そういうふうに僕は捉えておりますと。イーサリアムに入ります。イーサリアムの目的は分散型アプリケーションのための代替プロトコルを創造し、大規模な分散型アプリケーションにとって我々が非常に役立つところと信じるところの、数々の修正を加え提供することであります。ここにおいてアプリの高速開発にかかる時間、小規模かつめったに使われないアプリに対するセキュリティ、アプリ間の効率の良い相互作用を可能とすることが重要視されます。イーサリアムは基本的に究極の中層基盤となるものの構築により以上の目的を果たします。究極の中小基盤層とは、埋め込み型チューリング関連のプログラム言語を伴うブロックチェーンであり、はい、これにより、所有トランザクションの形式、状態遷移関数に関する任意の独自規則を創造することのできる機能を備えたスマートコントラクトと分散型アプリ、Decentralized Application を、誰でも記述することができます。はい。ですね、ネームコインっていうのはありまして、DNS サーバーのような名前登録の、そのビットコイン界隈でもすごい、たくさんの、コインが開発されてまして、そのうちの一つなんですけど、名前登録、かなり先駆的なものだと思うんですけど、ネームコインの骨格だけを抜き出した実装は、たった2行のコードで記述できますと。すごい、プラットフォームだということを、ここで理解していただけたらなと思います。はい。イーサリアムアカウントということで、イーサリアムでは、状態はアカウントと呼ばれるオブジェクトから作り上げます。これはビットコインでも一緒なんですけど、先ほどちょっと、ここで、はい、これですね、アカウント、はい、アカウントには、これですね、ストレージとがついていると。ここが本当にイタリアムの、すごいところだと思います。驚愕、僕はもう、very surprised at this fact, so, なんで驚いたんですか？いや、もう、なんですかね、状態が持てるっ
という、それだけなんですけど。あまりプログラミングっていうのは自分分かってなくてですね、ただの帳簿の更新に過ぎなかったであろうビットコインが状態を保持するというのは、これは本当に確信できたなと、そういうふうに、僕は感じました。はい、はい。ちょっと前に普通に30日後の US ドルとビットコインの変換率で決済を行うみたいな、そうですね。ありましたけど、それはじゃあ信頼できるUS ドルとビットコインの変換率を30日後に取得できれば、そうですね。はい。その決済をじゃあもうその30日前にそのトランザクションがブロックチェーンに組み込まれた時点でもう30日後に絶対やられると、もう30日前に確定してるみたいな感じになっちゃうんですかね。そうですね。はい。もうそれ取り込まれてたから30日の間にもうそれは、いや、もうそれは、異部分の分岐で、コントラクトっていうのが、プログラミングにおけるファンクションのwhat programming program to function is what Ethereum to contract ということで、プログラミングにおける関数というのはイーサリアムのコントラクトにあたりまして、そのコントラクトはもう、スタックベースのプログラミング言語なので、そこでそのコントラクトの内部で if の分岐を Yes のマシンを作ることによって、何かのそのキャンセレーションのコントラクトを作って実装することは可能だと思います。大丈夫ですか？はい。はい。で、そうですね、今ちょっと質問にあったところで、ある信用あるデータベースを実装しなければならないということも、それを、オラクルっていうふうに呼んでまして、神が決めるようなUS ドルとかイーサリアムの価格とかそういったものを神が提供し得るものっていうことで、絶対的な信用が必要なthey trust it needs trustness、ということで、ですね、その実装方法についてもこのイーサリアムホワイトペーパーの下の方を読んでいただければ、ちょっと今日は触れないんですけど、軽く、触れておきますと、いくつかの提供、コントラクトをマーケットに放り出して、値を提供競争させるわけです。で、その中で、中央値を取ることによって、中の中の値を取ることに対してペイしてやることで、みんな中央値を取るようになっていくということで、信用あるコントラクトが、オラクルコントラクトができるという、そういうふうな作りになっていますと。はい。はい。で、はい、イーサリアムアカウントでですね、ノンスとイーサバランス。これはビットコインと一緒ですね。で、コントラクトコードですね。これがビットコインにおける公開鍵に当たるところだと思うんですけれど、それに、コントラクトコードっていうビットコインにおけるデータ構造の中でも、公開鍵の部分って結構なんか可変的な印象を僕は持っているんですけど、すいません、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、公開鍵のベースっていうのがあって、それをもとに、そこをコントラクトコードにしてやろうと。そういうふうに、したと思うんですけど、はい、ちょっと、Mr. Gavin, so I have a question. So I think Vitalik changes the Bitcoin in the
public key space to contract code. So is it true? This is about block structure. Mm-hmm. To change the public key space. So I think the Bitcoin's public key is what Ethereum to contract code. So the within Bitcoin, the specific accounts have a particular value attached to them that is unspent. Within Ethereum, the specific accounts have a value attached to them that can go up and down. So this is separate. This is different to Bitcoin because in Bitcoin 10, in general, accounts are either have a very singular value attached, and that value is either spent or unspent. In Ethereum, the value can go up or down depending on the prior transactions affecting the account. Similarly, the account, depending on how many transactions have come from the account, have a nonce attached to it, which is a number of, so the accounter, the number of transactions that particular account has made. And then also it has code attached to it and storage attached. So in this respect, accounts in Ethereum are much more substantial. They store much more data than Bitcoin, where the only data they store really is whether they're spent or they're unspent, and the value is. Yeah, when I described the blockchain material, I used NEM as a basis to describe. So in NEM, it's the same way. We have accounts. So I think everyone understands the idea of accounts. Maybe they don't understand it. In Bitcoin, there are no accounts. Every time you spend something, the account disappears. Basically. Why do you have a nonce associated with an account? To avoid a replay attack. So the same transaction could be used to spend more if there were no nonce attached to it. So part of the data that you sign is the nonce, and thus when the transaction is applied, the counter goes up, and thus the same transaction cannot be reapplied. Does it handle inputs the same way as Bitcoin, where you have specific input? So this is one of the sort of key differences with Bitcoin. You take a number of inputs, they will be signed, and then the outputs will add up in the same value. In Ethereum, there's only ever one input. That's the same thing. Yeah, it's the same as in NEM. So I think everyone should understand I think the Ethereum way is much simpler. Well, it is much simpler. But yeah. The nonce still seems like if you want to do double spend attack, you could just quickly send multiple transactions with the same nonce. So it's not a double spend attack, it's a replay attack, which is essentially where the transaction has already gone through, and you're providing the same data into a future block. And if you don't include a nonce, then that same data is valid. Okay. So you don't have timestamps like this. There are timestamps within the block, but not within the transaction. Okay. Yeah, NEM has a peer-to-peer time service, so we don't use a nonce. Well, I guess the timestamp would be kind of the nonce. So, okay, that makes sense. Can I understand that Bitcoin is simple transaction process? To make it truly completeness, you adjust like a contract code and storage, and to make it truly complete language, you modify Bitcoin structure into Ethereum structure. Yeah, essentially. I mean, it's difficult to tell precisely how the intellect's mind works, but so there are two attributes that are necessary to provide the generality of Ethereum. One is, and this is generally found in computer science. So one is the ability to specify a general algorithm. The second is the ability to store data. And these two are, you have to have both of them. They're non-negotiable. So part of Ethereum's key difference to Bitcoin
is the fact that it's not transactions that have coded robot accounts, which means, and similarly, the other key difference is that accounts can store state. I believe, I'm not especially familiar with Bitcoin, so forgive my ignorance in this regard, but I believe within Bitcoin, it's transactions that, and only transactions that can actually have code attached. As such, this is one of the sort of key. So scripts are all only transactions, and yeah, that's how you handle. Well, it's only really used for handling multiple inputs. It's not really. It's too cumbersome to use for making realistic, and then also the people, the software processing the transactions in Bitcoin kind of has to interpret it. So it's not. I mean, they can do scripting and stuff, but it's not really. It's just no one uses it. I mean, maybe for multi-signature transactions. Yeah, multi-sig is about the only use case that's currently being used to. I mean, but there's nothing like smart contracts and stuff. Yeah. Yeah. So Ethereum, I think people should understand easily. I think because it's much simpler, and also it's like I explained already. So, はい、まあ、ビットコインとイタリアムは違うと。すみません。I was hearing that from probably Charles Hoskinson. Satoshi's original idea was Ethereum. Like Satoshi originally thinking very broad picture, but it's complete too much. That's why he reduced the function into Bitcoin. That's what, if my memory is correct, I hear that from Charles. Is it true? I think there are very few people alive that could really know such a fact. I doubt that Charles is one of them. I think, yeah, I think it's very difficult to understand precisely what Satoshi was, where his mind was going for there. But I think nonetheless it is reasonable to assume that they had grander designs than the currency. Now, to be fair, the design of Bitcoin doesn't very easily allow. I mean, we've had to, as we've seen, we've had to alter the design substantially in order to facilitate smart contracts. So, at least in my mind, it seems unlikely that whoever Satoshi was, that they were planning Ethereum and then stopped short and created Bitcoin. I think it was Bitcoin was really an application that was very specific to this design, and I don't know, maybe they planned on iterating it further and creating something much more similar to Ethereum, but maybe not. Nonetheless, I do expect that they had in their mind a much more expansive idea of what the technology could facilitate. So, you know, a general state transition system, they were obviously reasonably clever. So it doesn't take much to realize that the basic technology that is used for Bitcoin could be used for many more of the applications. はい、すみません。はい、戻ります。ということで、イーサリアムはもう本当にジェネラルな、最後におっしゃってたと思うんですけど、そのスタックベースとプログラミングラングエッジを提供するためのものでして、こういうふうに作っていきますと。アカウントには、ノンスと、ビットコイン、イーサボランスと、ここはビットコインにもありましたけど、ここからは、ちょっと新しくなって、コントラクトコードを載せて、さらにストレージを載せると。はい。イーサはイーサリアムにおける主要な内番号燃料であり、トランザクション手数料を支払うために使用されます。一般的にはアカウントには2つの種類があります。秘密鍵による、
管理される、これがビットコインにおける普通のアカウントである EOA、Externally Owned Accounts、EOA っていうふうに書きましたけど、はい、と、自身のコントラクトコードにより管理されるコントラクトアカウントと2つがありますと。EOA はコードを持たず、コントラクトコードは、コードを持つと。で、EOA は、トランザクションを生成し、署名することでメッセージを、送ることができますと。で、コントラクトでは、メッセージを受信したときはいつも、保持コードをアクティベートし、内部ストレージを読み書き可能にし、メッセージを送信する、もしくは新しいコントラクトを作るといった内容のことが、順番に実行されます。イーサリアムにおけるコントラクトは履行されるべき、あるいは一緒にコンパイルされるべきものというよりかは、むしろイーサリアム実行環境を職場とする自動金融エージェントといったものに似ており、はい。そうですね。ビットコインとは違う、先ほどのゲビンがおっしゃってましたけど、特化型というよりはもう、すごい広範なそのプログラミングラングエッジなんで、はい、メッセージやトランザクションによって起動されたときには、いつもある特定のコードを実行し、自身のイーサー残高と何度も使う変数を把握するのに必要な、キーバリューストレージ、スタックですね。そうですね、スタック。違う、これはストレージですね。ストレージを、スタックによって、その、バイトオペレーションが、このストレージに出し入れされると。はい。を直接管理する権限を持っているということに注意してください。はい。メッセージとトランザクション。イーサリアムにおいてトランザクションは EOA から送られたメッセージを貯蔵する署名付きデータパッケージを参照するために使用されます。トランザクションは以下を含みます。メッセージの受領人、送信者を特定する署名、送信者から受容人に送られるイーサーの量、オプショナルデータフィールド、ここからが、結構セキュリティ面ですごく活躍してくれる、スタートガス値と、ガスプライスの値を持っていますと。スタートガス値っていうのが、トランザクション実行にかける計算ステップ数の最大値と。ガスプライス値は、送信者が支払う1計算ステップあたりの手数料ということです。ガスとエターがどう違いますか？ガスとイーターですか？はい。同じで、ガスはその変数名、バイアル、そう。すみません。入れすぎた。そうですね。イーターは単位なので、ガスは変数ですよ。すみません。初心。スタートガスは、変数。バリアブル in the Ethereum code. So, イーサは単はい。ユニットで。はい。大丈夫ですか？なんか1計算ステップあたりの手数料とか書いてるからには、こう、複雑な計算を基本金がかかるから、あんまり、そうですね。払うなら複雑なそうですね。トランザクションを押し込めて、あんまりやらないならするなって感じになる。そうですね。そうですね。はい、おっしゃる通りだったと思います。はい。で、そうですね。あと、無限ループに陥るようなそのハッキングをに対してその制限をかけるためにそのガス値っていうものをきちんと設定して、ガスが切れればもうそれはそのコントラクトはもう実行されない打ち切りにするっていうふうな使用目的があるとは後々書かれてますんで、またよかったら下の方もご参照ください。最初にこのトランザクションにいくら払うよってやって、はい、無限ループになっちゃって、お金以上の計算ステップがかかったときにもう強制終了されるみたいな。そうですね。はい。そういうふうに書いてます。はい。ありがとうございます。はい。はい。他にか。
最初の3つは、どんな暗号通貨にある標準的なトランザクションのフィールドです。4つ目のデータフィールドはデフォルトでは、関数を持ちません。これですね。そうですね。ここはちょっと食べておきましょうか。トランザクションの、データフィールド。しかし、読んでいきましょうか。そのままですね。最初の3つは、4つ目のデータフィールドはデフォルトでは関数を持ちません。しかし、イーサリアム仮想マシンは、コントラクトが使用する、オプコード、オペレーションコードっていうのが、実装されてまして、はい。スタゲーグンとは、オプコードをもう本当に、もうスペシャルゲストなんですけど、保持する必要があり、その際、このデータフィールドが、使用されますと。オペレーションコードとは、コントラクトがデータにアクセスするのに使用する、オペレーションコードです。もしコントラクトがブロックチェーンより、ブロックチェーン上のドメイン登録サービスとして機能しているならば、コントラクトは投げられたデータを2つのフィールドを保持するものとして解釈してあることでありましょう。1つ目のフィールドは登録するドメインで、2つ目のフィールドは IP アドレスですと。コントラクトコードによってメッセージに含まれるこれらの値を読み込むことで、適切にストレージの中に配置することが可能となるわけですと。ここ、どうですか？質問とか大丈夫ですか？Upper just defines transaction type? So it was funny actually when I came to Ethereum at first, so back in December 2013. These opcodes were a language, a scripting language. So Vitalik had essentially taken what Bitcoin did and taken the same terms and translated them into something complete. So it had a few of these script codes, and it was called EtherScript. And when I came to Ethereum, I realized actually this isn't a scripting language at all. This is a virtual machine. So this is where the Ethereum virtual machine comes from, and this is where opcode comes from. So this was very clearly a machine architecture, and these individual components of the scripting language were actually opcodes within this version. So this would be like an assembly of add, subtract. ということで、はい。はい。どうぞ。はい。なんか、アセンブリの言語と同じように、なんか、アセンブリでは、まあ、単純なキーワードがあってて、add と subtract と move とか、まあ、それぞれを用いて、メモリーレジスターを変換して、まあ、それで計算を行える。なんですが。オプコードが、まあ、アセンブリなどの、まあ、定時言語の同じようなものとなります。はい。ということで、ここは先ほど説明した、スタートガスとガスプライスの説明なので割愛させていただきまして、メッセージ、はい、ここも読んでいきましょう。はい、すみません。これを読み終えて、まだちょっと説明が続くんですけど、はい、ちょっと頑張って読んでいきましょう。はい、ということで、メッセージと。コントラクトは他のコントラクトに対してメッセージを送信することが可能です。これはモードリッチみたいなものだと思いますね。はい、メッセージはネットワークに対して配信されることがなく、イーサリアム実行環境内でのみ存在しますと。メッセージは以下を含みますと。メッセージの送信者とメッセージの受信者、メッセージと一緒に送信されるイーサーの量、オプショナルデータフィールド。ここでその情報をやり取りしますね。はい。で、スタートガス値と。こいつも送ってあげないと、コントラクトが次のコントラクトに渡したときに、そこで無限ループが発生しちゃうと、まあ、そこで
ループに陥っちゃうので、こういつも渡していると。素晴らしいですね。はい。基本的にはメッセージは、トランザクションのようなものですが、コントラクトにより生成され、外部での動作はしないという点で異なります。メッセージは、このコントラクトは、コールオペレーションコードを実行しているときに生成され、このオプコードはメッセージを生成し実行します。トランザクションのようにメッセージは、そこに記述されたコードを実行する受信者のアカウントへと導かれます。このようにしてコントラクトは EOA のやり方と全く同じ方法で、このコントラクトと関係性を持つことができます。はい。で、要は EOA があって、コントラクトにsend contract message. The contract can send message to another contract. And so, yes, so. はい。ということで、正しいのことに注意してください。トランザクションやコントラクトによって、署名されたガスの許容値は、そのトランザクションとトランザクションアイコン実行システムによって消費されるガス。はい。そうですね。ここは先ほども何度も説明してますね。はい。ということで、はい。イーサリアムの状態遷移関数。ということで、はい。はい。状態遷移関数の定義を、はい、見ていきましょう。はい。はい、トランザクションが well-formed であるか、例えば値が正しい数値であるかチェックし、署名が有効であれば、ノンスが送信者のアカウントのものと合致するかチェックします。もしそうでなければエラーを返します。トランザクションの手数料をスタートガス×ガスプライスとして計算し、署名から送信アドレスを決定します。送信者のアカウントの残高から手数料を差し引き、送信者のノンスを次の値へインクリメントします。もし残高が不足であればエラーを返します。ガスイコールスタートガスとしてガス値を初期化し、トランザクションにおけるバイトデータの分だけバイトあたり一定量のガスを支払います。送信者のアカウントから受信者のアカウントにトランザクションの値を転送しますと。もし受信者のアカウントが存在しないものであったならば、新しく作りますと。はい、新しく作るわけですね。はい、もし受信者のアカウントがコントラクトであれば、すべての実行が完了するか、あるいはガス欠になるまでにコントラクトのコードが実行します。はい、もし送信者が十分なお金を持っていなかったり、ガス欠のために値の転送が失敗した場合には、手数料の支払いを除いて、全状態を元に戻し、手数料だけを支払うと。そのトランザクションに、記載されていたこんだけ送るっていうふうな情報は、トランザクションは実行されずに手数料だけマイナーに支払うと。採掘者に支払われますと。はい、そうでなければ、きちんと実行されれば、ガスの余りは送信者に返しますと。はい。で、そうですね。ちょっと冗長になってきたんで、この辺は、ちょっと、ミスター・ゲービングに、多分、後から技術的なスペシャルプレゼンテーションがあるというので、ちょっと割愛させていただいて、大体イタリアムがバーチャルマシンであるということを理解していただけたらなというふうに考えていますと。はい。で、ですね。はい。で、プレゼンテーションに戻りますと。はい。はい、これは、大体、ステートトランジションファンクションだと。scientifically by literally putting. So all things are made its current state by state transition function. So because we are over time. So what I want to say here is I am also state. So future in the state transition function affects me, and future what I will be in the future. It's also the next state ということで、自分自身この自然界におけるもその時間軸上で発展するものはもうすべてちょっとまた飛躍したところに戻るんですけど、
そこにその状態遷移関数であると見なすことができると。はい。ということで、なんですけれど、イタリアムはプラットフォームコントラクト。もうビットコインからそのイタリアムのそのプログレッションはもうすごい革新的で、もう本当にすごいなと思いまして。しかし、でもイタリアムはグローバルバージョンマシンということで、especially financial is a control the world. So, financial contracts に金融的なコントラクトに特化する必要性があると、はい。まあ、そういうふうに、はい、書かれています。contracts even make law. 法律、契約、会社間の契約とかそういったものを、はい、作りますと。ということで、少し、コントラクトのインプリメンテーションをちょっと見ていきましょうか。ちょっと実装とかもできたらなと思ってたんですけど、すみません、ちょっと時間をしているせいで、軽く、触れていきたいと思います。すみません。ですね。これは、Go コードをソリディティで、ソリディティっていうのがコンパイラーですね。結果的に、まあ、これがそのコードなんですけど、これが、まあ、をトランザクションに埋め込むわけですけれど、これを生成するためのそのプログラミングラングエッジ to レーションコードをするのが、ソリディティコンパイラーということで、Mr. K and R K yes. ここがちょっと、そうだ、すみません、今日懇親会参加の方って、参加しないっていう方、お二人で、3人、3人、わかりました。あと、4人、はい、4人。あとは、1、すみません、3、4、5、すみません。はい。はい、ありがとうございます。はい。ちょっと後にしましょう。何の話をしてたんですかそうですね。そう、ソリディティコンパイラーを提供してくださったのと、Twitter で。Left with crop that's he makes solidity. I wrote the first definition of solidity back in, I think it was like July or June, July last year. Christian Reisweiner implemented much of it, helped by Lefteris and also Liana. So there are many people involved. この人ともう一人、Christian Lefteris. Christian Lefteris. Okay. Yes. And so, で、まあ、ソリディティコードっていうのが、コンパイラーマシンとして、コンパイラーマシンじゃない。ソリディティコンパイラーを作ったのが、はい、先ほどの方たちと、他にもたくさんの人たちがいるということで、はい。で、まあ、ですね、戻りましょう。まあ、Git クローンを知って、はい。GitHub 使ったことないよっていう人、いますかね。どうですか。はい。で、まあ、これ Mac なんですけど、まあ、今だと GIMP っていうのを、誰だったっけ
what the name? そうこれ、これはまたその別の方がその Go のそのディベロップ環境でそのこういうのを提供してくださったんですけど、はい。で、これとこれを環境としてインストールすると、まあ、メイクキースだけで、ディベロップに入ってメイクキースをするだけで簡単に作れるような環境を、整えてくださってますと。これはまた、ミスター・ゲイブームの CPP イタリアムなんですけど、ジェフリー、Mr. Jeffrey. Jeffrey Wilke, Yeah, he's a Go の。で、結構、すごい僕としてはなんか、初心者なんで、すごく使いやすいので、Go は結構、はい、おすすめですね。で、それと、それで D コンパイラが、CPP イタリアムに入っているので、そう、これで、キースをすれば作れると。で、ちょくちょくその、まあ、Git プロをして、アップデートしてやっていただければ、ちょくちょくその、修正が入っているので、そういうところも、まあ、お暇があれば見ていただけたらなっていうふうに思います。で、データをここに作られるので、キースコンソールで、最初にニューアカウントをして、この3つの状態、オブジェクトがあるんで、アドミンとイースト、3、この3つを、タイプすると、その中の内部変数がずらーっと表示されるので、それで見て、まあ、この使い方かな。まあ、説明とかあまり、あるのかな。ここに、ウキウキのところに載ってあるので、ちょっと英語で、日本語翻訳とかもまだ追いついてない感じなんですけれど、はい、見てください。ということで、Ethereum virtual machine is very expensive. ということで、はい。Because it is global virtual machine. So if EVMA is formed and used locally, ということで IoT が、出てくると僕は思いますね。はい。で、how is moving castle is possible? Except teleportations. Okay, so I think so. ここで、言いたいのは何かというとですね、その状態遷移マシンなので、それぞれがそのなんていうか魔法を吹き込んで、そのなんていうかそのそれぞれが意思を持ったような挙動をした、それぞれが自分の意思を持ってある一つの規則、それが分散型大衆決定マシンによるプロトコルなんですけど、それに従いさえすれば、その一つの、別々のその生き物が、その一つのルールに、合致できるという意味合いです。はい。で、ディフィニッションとしまして、自分が建築家なので、これはあくまでも例です。一つの例。It's an example, one example because I am architect. So, で、ディフィニッションとしまして、AGVM として、Architecture Global Virtual Machine として、例えばイタリアムであったり、コーリアスペースカウンターパーティーであったり、これはまた、こういうのもあるんですけれど、ですね、はい。これは、親玉として、この下の AVM、Architecture Virtual Machine におけるその決まりごとを、ここに埋め込むことによって、きちんとアーキテクチャがハウルの動く城がきちんと契約事項にのっとったある一つのコミュニティとして動くことができると。で、これはフォークイーサリアムですごく拡張されたので、さらにそれをフォークして、それに特化されてローカライズして、やっていこうと、はい、いう考えですと。トライドオフとしまして、イーサリアムはグローバル VM だと。Limited usage of database called blockchain。ブロックチェーンにおけるそのデータベースの使用方法が限られてしまうと。Still, it was great development, but thinking of IoT, so it is limited usage. So I think we can fork Ethereum and
and make local virtual machines and unlimited usage of database enabling IoT ということで、IoT が可能だと。で、例えばなんですけど、sigma equal epsilon this is young module is a structure dynamics. So, これ分かる人って誰か言いますかね？この式見たことはないですかね。これは何かっていうと、応力とこれ歪みの関係なんですね。で、これが E が本間さんとかって工学部ですよね。全然なんか覚えてないです。あ、そうですか。すみません。そうですね。ヤング率で、その材料特性は一つに、ヤングモジュール E として、その材料力学の、なんというか、あれなんですけど、ストラクチャーダイナミクスというよりかは、コンポーネントダイナミクス。で、この状態において、この E っていうのが傾きなんですけれど、でこうちょっと圧力を加えてやると、応力が上がって、歪みっていうのは、どれだけ値が減少したかっていうあれなんですけど、歪みを少し加えてやると、こういうふうになって、ある時点で破壊されるっていうような、そういった理論ですね。はい。In the structure dynamics, we have epsilon strain and sigma stress. Think something has occurred ということで、あるそうですね。例えば、こういったものにある力が動作して、何かが起こったとしましょう。そういったときに、個々の動きとして、あるステートが存在しまして、state and something occur. The external force to the architecture and something occur and like the earthquake. So we will get the external data from external device and guess what happened. So, and after we will get even epsilon the next stable state. So, ということで、例えばですね、マイニングアルゴリズムを改良して、これは歪みによるディクションを取得してきて、何かをゲスすると。で、ここでマイニングをやって、オプティマイゼーションプレディクションをして、これがそうですね、こういうふうなことをして、で、また新しく取ってきた値と、これを検証用に、ベアリファインとして、2つのからその状態更新をするっていうふうなモデルをちょっと考えてみたんですけど、いろいろ問題はついてくるんですけど、いろいろ改良の余地がいくらでもあるということで、So speaking about mining and verifying to all of things around us ということで、furthermore、さらに、ヤング率は、材料によってすごい非常にばらつきがあるものでして、木材だと本当にもう、from log to log, from time to time ですごく変化するもので、例えば阪神大震災とかで、すごい家が倒壊したっていうのは、なんていうか、こういう、木材における劣化がもうすごい原因になってくるんです。新築の時とも明らかに状態が違うと。状態遷移をきちんとIoT としてアーキテクチャの中にビルトインしてやることが必要だなっていうふうに考えてまして、そういう意味で作ったモデルなんですけど、So
this feature of the root so enables a disaster in Japan. So I want to adapt the state transition function to architecture. So, yeah, so if we use blockchain, we can also update the young module with blockchain. ということで、はい。Of course, there is still challenges and problems, but keep thinking your IoTs ということで、講演を、終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい。ということで、何か、ご質問等が。その最初に冒頭にした質問のアーキテクツの規約に関する説明ありますか？はい、以上です。はい。ですね。どこですか、規約。あれ、何でしたっけ、その建築家としていろいろ建築を考えられていて、いろんな、なんていうんですか、木が好きで、アーキテクトとしてなんかいろいろ世界観がありますと。そうですね。そこで突然エセリウムがこう。出てきた経緯ですか。はい。経緯はですね、やっぱり建築業界っていうのは、本当にもうセントラライズされてまして、清水であったり、本当に金銭的な土壌が非常に必要なんですね。新しいものを作ろうとしても、それを、やるにしても、あまりにも個人で立ち上げるには、非常に金銭的な面での土壌があまりにもなさすぎると。そういった、集権化の問題がありますと。それで金融的な関心ごとに自分も興味を持ちまして、そこからプログラミングであったり、金融ということで、時価総額が1兆円を超えたと。ビットコインが2013年の1兆円を超えるっていうのはすごいことだなと、はい、僕考えてまして、これは何かということで、ブロックチェーンの仕組みを、勉強するに至ったわけであります。はい、ご回答になってますでしょうか。じゃあディセントラライズさせたいっていうことですか？そうですね、はい。ディセントラライズドが可能であると考えています。なるほど。はい。そうです。はい。イーサリアムリクイティのところで、なんか先ほど C 言語とか Go とかなんか動かされてましたけど、あれはイーサリアムのプラットフォームを Go とか C で、CPT で組んだのがあるよっていう、そういうプラットフォームをビルドしまして、なんか動かしてみましたみたいな説明だったんですかね。はい。あれは何を試そうとされてたんですかね。いや、あれはもうコントラクトを、そうですね。それの前にプログラミング言語の説明みたいなのがあったんで、あれは、なんかイーサリアムで動くプログラミング言語を動かしたかったのか、それとも今イーサリアムの環境としてなんかそういう実装が。そうですね。実装の説明になります。だから基本イーサリアムでどうこう言ってたプロトコルを実装した環境が今 CPT と Go と、なんかこのウィキだと Python があるんですか？はい。っていうのがあるよみたいな。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。そうですね。ここでは簡単なコントラクトが、メイキングできるっていう、それだけの紹介です。はい。以上でしょう。There are some questions. 基本イーサリアムをなんか試そうと思うときは、
はい。何がいるんですかね。なんかイーサリアムサーバーとかイーサリアムクライアントとか。いや、クライアント、ピアティピアなんで、クライアント is server ということで、ですね、Go をインストールしたら、とりあえずそれだけでも、はい、先ほどのGit プルしてネピースをしたら、すべて、Go の中にマイニングプロトコルであったり、すべてが実装されているので、コンタクトの仕方は言語によっては違うんですけれども、CPP であったらまた違うやり方なんですけど、取り扱っているトランザクションが同じものに、きちんとすればなりません。その辺はちょっと、今、オリンピックが、イタリアもオリンピックが開催されてましてですね、その辺は、本当にバグを、とかがあったりするんで、たまに同期しなくなったりはします。でそれで常にアップデートされてますので、Git プロをしていただいて、また同期をするっていうふうな繰り返しになります。はい、ということで、はい、以上で、はい、終了させていただきたいと思います。では、ちょっとI want the next, I want you to do a presentation, so, yeah. 5分。はい。じゃあ、5 minutes。はい、お願いします。本間さんは何の、あれなんですか。すみません、もう全然なんか、お話とかも聞いてなくて。ですね。すみません。すみません。はい。自分のキャリア的には半導体とネットワークのセキュリティと事業企画だったんですけど、なんか偶然ビットコインにあって、事業企画をやるということで、この電車の、なんていうんですかね、その普及活動と、資格をいろいろやっています。大学では自分は物理工学だったんですね。なので、機械系だったと物理工学で、材料力学とか手力学とか物理学とか、一通りやったんですけど、昔の話なので、なので、久しぶりに京都に来たって感じです。そうですね。割と、なんかすごい全世界にすごい面白い人がいるので、楽しいですよね。新しいアイデアだったりとか、アイデアとことって感じで、こういうことってやっぱり今までなかったじゃないですか。世界史に残るっていうことだと私は思ってまして。例えば何ていうんですかね、日常的にTwitter、Facebook、スカイプとかのメーリングリストで、日常的につながってるわけじゃないですか。それが面白いなと思って。で、なので、ビットコイン以外の、暗号通貨も、暗号通貨業界全般の、底上げっていうですね、開発者を増やすだとか、ビジネスを増やすだとか、ビジネスが、顧客を持ってくるだとか、その全般の活動をやってるんです。なので、コミュニティ作りと、ビジネスコミュニティと開発者コミュニティと、いろいろもろもろを、日々、雑務的にやってますっていうか、今までのサラリーマン生活の延長を、
まあ、フリーに近い形でやってるって感じです。なんか地味に、このお店にそのビットコインアクセプト、ビットコイン支払いをお願いしたり、まあ、いろいろと。まあ、最近だと、まあ、香港のカンファレンスに行ったんですね。香港のカンファレンスに行くと、やっぱりいろんな人たちがいてて、まあ、割とビジネスメイクっていうか、プラン、いろいろアイデアいろいろ出てきて、まあ、例えばトレザーを輸入するだとか、あと、そのエクスチェンジとエクスチェンジを、トレザーってウォレットなんですけど、まあ、俺の開発者がチェコスロバキアにいるんですけど、まあ、彼女が1年休みを、1年だから3ヶ月だから休みを取ってて、まあ、世界ツアーしてるんですね。その方が日本にその輸出したいんだけど、輸入業者紹介してくれって言われて。で、まあ、自分の昔の友人に頼ろうかなと思ってたらば、なんか、その財布の浅山さんが輸入するとか言い始めたから紹介して。まあ、割とそういう普及活動ですね。で、まあ、ただ、それやってると、詰まるところを開発者が充実してるっていうのが一番インパクトあるんです。で、まあ、自分の動きはマーケティングセールス的な動きなんですけど、あと、まあ、事業開発で、それ、すべて考えていくと、やっぱ開発者が新しいものを作って世に出すっていうのが一番なんか面白いし、そこが一番インパクトあるんですよ。なので、最近は、その開発者のコミュニティ作りの方に、まあ、活動シフトしていって、まあ、自分と大石さんでブログがたくさん書いているので、まあ、エヴァンジェライズ的なことをしてるんですけど、最近はその、やっぱできたらなんか開発したいなと思って、自分を開発してます。ありがとうございます。で、今回は京都のそのコミュニティっていうか、京都の開発者に知り合いになりたいなというので、はい。岡松さんとかは、すみません。同じく京都大学の方なんですけど、理学部の。嬉しい。めっちゃ思ってます。どうも、若松と申します。よろしくお願いします。データのマネーと、ビットコイン、まあ、そうですね。暗号、データのマネーで、ブロックチェーンと、本当にその、僕が一応勝手に師匠と言ってるんですけど、本当になんか数学の理論が本当に土台としてしっかりされていらっしゃるので、関数型のそのスマリアンっていう方がすごい有名な論理学のそういうところから新しいハスケルであったり、今までのプログラミング言語とは違うその新しいプログラミング言語を今すごい勉強されている元で僕も勉強させてもらってて、理論を、はい。大学なんですか？はい。いや、僕はもうフリーです。フリーなんで、もうお金がないので、どこにも行けないです。それどういう私的な師匠関係ってことなんですか？そうですね。勉強会を通じて知り合ったっていう。京都らしいですよね。そうですね。なんか集中してやるには京都はやっぱいいところですよね。で、あちらの、坂本さんって、はい、すみません。坂本さんが、APR、なんかすごい、なんか、リスパの印象が違うんです。すごい、なんでも、すごい、ホイホイでリスかなってたり、すごい、坂本さんも、はい、すごい、勉強会で、結構、はい、すごいご一緒されて、充実した勉強会なんですかね。そうですね。なんか楽しそうな。すごい少人数なんですけど。また自分もその新幹線に行きたいなと思います。はい。お願いします。
はい、こちらの平瀬さんという方も、よく体験協会でご一緒させていただいて。3年からさせてもらったんですけど、ちょっと2年前から遊んでます。すごい自由な感じですね。私今回初めてなんで。自分持ってないんですけど、すみません。行動法行くまで行くまで、半年みたいなことやってるんです。行きますね。すみません。ありがとうございます。So we are functional programming. We are studying learning function programming. Ah, very good. Yeah. Functional programming. Yeah. Pascal and Smarian. Do you know Pascal or Smarian? Smarian. Mathematical logic. Mathematical logic. Okay. Yeah, so we are learning around in Osaka is the next city to Tokyo. Mainly this is the community. So Cool. Yeah. Functional programming is fun. yeah, we introduced and I think I want to prove Ethereum and the other function programming locally. Yeah, cool. Yeah, but I think it's very complex and I can't imagine the operation. I expect so. Yeah. I think it's a good idea. So, I could do. I could go through the yellow paper, which I've never done before, but I could do it. I can do a normal presentation about Ethereum, but that will be in English. I think we've already covered a lot of Ethereum. Or I can demonstrate solidity and so I don't know which. Yellow paper をテクノロジカリーに説明するか、それともソリディティを、ソリディティのプレゼンテーションを、実際のそのインプレメンテーションを、どういったのが、どういうのが、どうですか、今、すみません、今聞いた感じで、すみません、めっちゃゲイビングとか、イエローペーパーっていうすっごいもう論文形式の、説明をしてくださるか、それともソリディティのデモンストレーションみたいなことをやろうかっていうふうにおっしゃってくださってて。I have one question. So I guess there's some gap between white paper and yellow paper. So after seeing his presentation, white paper is well documented, nice, visually something quite good document. But there's a jump between white paper and yellow paper, and that's what you did. And I'm interested in how you made yellow paper. So what's the difference between, what's the jump between white paper and yellow paper is my interest. So the main difference, so the white paper was produced by Vitalik to attempt to describe his idea. And the yellow paper was my interpretation of this idea. So it was born through
through the need to have a very unambiguous specification. The white paper had many ambiguities, which were only realized because myself and Jeffrey and Vitalik each implemented it and implemented something different. Oh, really? And this was a problem because there must be consensus. So the yellow paper was originally a set of notes made by myself and Jeffrey on the white paper to make it more specific, to help define what actually it was describing. And the yellow paper was essentially began as a compilation of these notes, and my background is in theoretical computer science, and so for me, making something in set theory, so something defined very unambiguously in mathematics, was something that I enjoyed doing. So Are you saying that you're happy to make it real? So ambiguity, you dislike ambiguity? Or? Well, not only dislike it, but it was also a big problem because for the consensus protocol to work, for consensus, the specification must be unambiguous, and the white paper was not unambiguous. There were many small ambiguities. The yellow paper is designed, because it's in set theory, it's much easier to see whether there are ambiguities, because it only defines properties rather than the processes involved. The white paper is very process oriented. In fact, I think you saw many of the parts of the white paper, it has steps 1, 2. And there are never any steps in the yellow paper. Everything is purely based in set theory. And what this means is it's although it's not perfect, it's much easier to see potential. But also, I enjoy this kind of thought, having to think about something very hard in order to place it in a pure form. And maths is very pure, and I think you only really truly understand something when you're able to define it. Wow. How did you find the selling project? How did you get involved in this project? So it was the beginning of 2013 in the winter, and I was reading a newspaper, and I saw that Bitcoin. There was a story about Bitcoin. There was a story about in Berlin. Bitcoin was being used as an actual currency in a particular area, and I saw that within the article in the newspaper there was a particular person, and this particular person was a programmer, and he was a programmer of Bitcoin, and he lived in London. He lived in a squat, so he lived in a building that was not paying rent. And it seemed to me that he was an interesting person. So I contacted him, and I went to see him. We chatted, and he introduced me to some other people. And this person was called Amir Taki. Do you know Amir Taki? I think I have seen his name before around this area. He hasn't done much with Ethereum, but he's very big in Bitcoin. He's implemented Bitcoin himself. He's very free thinking. He's very nice. I really like him. And Amir is a friend of Vitalik, and Amir introduced me to a couple of other people, and one of them I kept in touch with. I met every month or so, and we talked. And around December time, he said, "Oh, there is this project called Ethereum," and I mentioned to him that I'm a programmer and I enjoy programming. And he said, "Well, if you're a programmer, then Vitalik is looking for a programmer." So I contacted Vitalik. Vitalik said, "Oh, here's the white paper." Looked at the white paper. I thought, this will be a fun project for Christmas. Just to
quickly implement it for Christmas. So I took 2 weeks off for Christmas, and I made it. So is it the first POC, C++ POC? Yeah, this was for POC 1, and I made this in 2 or 3 weeks. Wow, so you are the first person to really code. To make the first, I believe the first transaction between 2 machines was sent. I did that in Miami in the middle of January 2014. So what just happened in January 2014? 2 machines, each running Ethereum CPP, sent the transaction. So there's one machine, and I sent the transaction, and it went to the other machine. Wow. So after that, did the Vitalik presentation in Miami? That's right, and you were there? Yes. So that's it. At the time that you were there, we already had Ethereum, a very small Ethereum. So Vitalik must be very confident after seeing the POC one. I think Vitalik was very confident anyway. But I think maybe it helped. Maybe it was a fun time, very, very, a time of great change for myself, but also for the people as well. I think I was the only Japanese in Miami. Maybe. Maybe. Actually, Miami is rather far from Japan. Yes. Yeah, we had to fly from across the Pacific. Yes, from Texas or Manhattan. Via Manhattan or Texas. There are some American Japanese, 2 or 3, but from Japan. Only, I think, yeah, no, there was at least one other English person. So I wasn't the only one. English must be many, as far as I guess. I think there may be just one in Miami, and myself. Yeah, I met many people that weekend. It was a fun time. I didn't get much sleep at all. I think it's the least sleep I've had ever. I think it was maybe 4 nights. I only had 2 or 3 hours each night. By the end of it, I was done. I slept on the plane back from Miami very well. Very well. I saw your video in Silicon Valley, and you were very excited to see it. I was wondering what was happening in Silicon Valley. When was this year or last year? Last year, I think it was 2014. In like March, April. I guess so. Was this the meetup? Yes. The meetup. Yeah, no, it was good. We had at this point in the project we've done a lot of iteration. So this was really where my influence was coming into the project. Before this point, it had been mostly Vitalik. It had been the white paper. We hadn't changed much from the white paper. But it was when I flew to Texas and then to Silicon Valley, during these weeks that I spent with Vitalik, many of my own thoughts and influence came into the design, and we altered the design substantially. So you'll see this, I think, between the POC2 and POC3. That was roughly where it was in the evolution. And one of the key differences was we introduced call. So rather than having many transactions, there was only one. Rather than having transactions which could send other transactions, we just had transactions, and then within a transaction there were many calls. And what calls allowed was the return of data. And before this, data could not be returned from a transaction. And what this facilitated was the ability to remove a particular opcode
one that I didn't like. It was called Extra. Extra allowed you to look into another contract storage for free. And I felt that this would remove much of the utility, many of the sort of business cases for certain contracts. Contracts, for instance, that stored particularly good, interesting data feeds. And by removing Extra and introducing call, which could return data, what we essentially did was make the final, in my mind, the final transition to an object-oriented programming environment, where the contracts actually were objects. And by sending a call, you could obviously attach ether, but that was an afterthought. In this model, you could send data and return data. And by changing it to this model, rather than asynchronous transactions, we could essentially implement an object-oriented programming environment similar to sort of Smalltalk or C++. And this made it really a general programming environment, not just something that was sort of Bitcoin with additional functionality. This really altered it in my mind to something that was fundamentally. It sounds a lot like assembly. So it's assembly, but the interesting thing is that each of these different machines that run assembly can call into others. They can call into each other. Okay. Oh, okay. And return data from each other. Yeah. And this is the key difference that was made, and it facilitates a model that is much more expensive. So as far as I guess, POC1, POC2, 3, for some transition, there's actual some issue, and you fix that. So Yes, many issues. But did you find something fundamental in that transition period? So that's why you were Between excited. 2 and 3, yes, it was nice to see my influence on the protocol, and it was also around this time that I wrote the yellow paper. So this was where I was getting it in my mind, and I was getting it straight, very clean and clear. So it was good. But the meetup, I think the meetup was the first meetup. I think it was the second meetup I'd done, but it was the first one that I did with Vitalik, and I was trying to explain to people at the meetup all of these great things that I was thinking, and they didn't understand what Bitcoin was, so they didn't understand what Ethereum was. So, yeah, there was no chance that they were going to understand what I was talking about. So I was very excited, but unfortunately, very little effective communication. That can work to your advantage too. There was actually a guy there who was challenging us on upgrade. He was saying that without an effective upgrade mechanism, we were not going to be able to deploy this as a technology. And to some degree, he was right, but he was very insistent that this was the case, and this question went on for maybe 15 or 20 minutes of us saying, well, yeah, it's a problem, but it's not a show-stopping. We will manage. We will. Do you have versioning of blocks, block data and stuff? We have a lot of different types of versioning. Like one of the things that we added was a version of like numbered block structure. So that way, in the future, if we want to change something, just change it. I think Bitcoin is the same. We have extra data, which allows us to put this sort of thing in. Okay. But mostly it's done by sub-network versions. So if we've got essentially a version that sits on the network, and so nodes only talk to nodes that share the same version of that. Okay, that makes sense.
Well, I think they want to start. Yeah. Now's the big talk. Yeah. And so, is there a preference as to what I cover? So I'd like to listen both. Both. Okay. It might be quite a long talk. I think the yellow paper is quite long. But I can go over it at least, like the initial. Is that, Jimmy? Do you have any preference as to whether I talk on the yellow paper or give a demonstration of solidity in our theorem? I got the information already from you that both is entertaining as far as I guess. Maybe I think both most of here wants the demonstration. Okay. So okay, then I can do a demonstration. So just as means of introduction, I'm this guy. I've been working on Ethereum since December 2013. I coded one of the three official implementations, the C++ implementation. Jeffrey Vilke coded the Go implementation, and of course Vitalik, amongst a number of others, Heiko being one of them, coded the Python implementation. So we've already seen the white paper and the excellent translation to Japanese that Shinichi-san has done. It's a great pleasure to be able to talk about this work. It's been occupying my every minute of waking life for about 18 months now. So, but it's nice to be able to come here and address you. So, what this all comes down to is this function here, the state transition function. So this is essentially the meaning behind a transaction, or the meaning behind a piece of data. And we have a couple of others. So this function essentially collates transactions into a block. And this function is a block transition function, which is just these two combined into the alteration from an initial block and a bunch of transactions into the new state. So that's really what all this is about. And all of this talk is just really about the definition of this one function, single function. And it's quite interesting to think that, I think this paper is about 20 pages long. It's not so long, right? It's very dense, but it's not so long. And these 20 pages only define this function. At the very, very end of the paper, you will see a definition, the final definition for this function. And yeah, it's quite elegant. So today, I'm going to talk. Oh dear. I think the cable might be. Today, I'm going to talk about. I'm going to show you about the programming language that I made, Solidity. Well, that I initially wrote. Other people have helped me implement it to a very great degree. And I'm going to show you how this can create contracts. And I'm going to show you a quick demonstration of contracts on the blockchain and how they work and interact with the outside world. So where is this screen? Oh, I see. There we go. So here is Mix. Mix is a integrated development environment. What
what I'm going to do is create a very a simple contract to show you this software in action. So within Solidity, contracts are very similar to a C++ class. So could I have a quick, who here is familiar with programming, knows maybe at least one language for programming? Just one person? Oh dear. In that case, I will go very slowly. I think more people know programming languages, but maybe they don't understand or are shy. Okay. We can see here that there is. Can you make the font bigger? I don't think they put that feature in here. You should use Sublime Text. Yeah. Okay, let's see if we can get it. Good job. Tools. It's the where's the font option? Yeah, there's no font option. Not file. There must be a font option. What? Oh, yeah, it's in here because it's very clever and it's trying to be like a. Okay, editor. Font symbols. Don't use the system font, use a massive font. Okay. So, can we all see? I think so. So, we're going to make a contract. So we say contract. We're going to make a very simple contract, okay? This contract is just going to store a number, okay? So we're going to call it a counter. It's going to count. Okay. At the moment, the contract doesn't do anything because it's empty. So we're going to give it a means of interacting with the outside world. Okay. The first means of interacting is the number. We're going to give it a number. So we're going to say int. This means it's an integer, so it's a simple number. It's a whole number. And we're going to say how much it is. I'm just going to call it count. Okay, so this will start at 0 automatically. I mean, we can say equals 0, but we don't need to. It will be 0 anyway. At the moment, oh, hold on, is that right? Yeah, that's right. At the moment, it's hidden. No one from outside the contract can see this number. So we're going to make it visible to all of the outside contracts, all the outside world, by making it public. What this means is that we can access this number. We can see what it is. There's only one other thing that we're going to do now. We're going to make it so that the number can go up. Okay, count. Okay. So the way we're going to do this is by having a function. Function just means that the outside world can access the contract, but only in this very specific way. Only if it follows this very specific process. And this specific process is just going to increment it. It's going to add 1 to it. So it's the new count is going to be the old count, but with an extra of 1. Okay. So is there any confusion so far? Are we all happy with what's going on? That's it. There's nothing more to it. You don't need to give the function a name, or I can give the function a name, but I'm not going to for now. You can, but you don't have to. Okay. That's it. There's nothing more. So I'm going to take this, copy it, and put it into our environment, and compile successfully. This is good.
This means that we can proceed. Now I'm going to go into our blockchain environment. So this is Alert0. This is the C++. This is the one that I wrote. It has very many panes, very many of these things, many different functions. Some people think too many, but I think it's just right. Okay, we're going to create a new transaction. This allows us to describe what we want in our transaction. First thing we must describe is from where this transaction comes. We're going to send it from this particular address. This is a little bit like sort of the address that when you send a transaction on Bitcoin, it's sort of the address or one of the many addresses potentially where the money is coming from. In this case, it's got a name. It's called DB2C, and lots of others. And it's got lots and lots of ether, lots and lots of money to pay for this transaction. And we're going to create a contract, which means in the data we're going to put the code for the contract, the program code for the contract. There it is. This is just the code that I typed in earlier. There's nothing more there. This code compiles to this. This is the same. This is that code, but in EVM, in the virtual machine code. Okay, like assembly. So when Shinichi-san was describing the EVM virtual machine before, he was describing what each of these opcodes mean. So there is push, juke, push, push, code copy, push, return, stop, push, push, call data, load, div, and very many different ones. But they each have a very well-defined meaning. They do something very small, but when put together, they can do things that are very useful. Express ideas. Is there any reason you didn't go with like a more functional type of language? I mean, rather than Solidity. Yeah, because it seems that in a distributed environment, like you would want to execute some contracts, that it makes more sense to have something more like Haskell. Yeah, I mean, there's no reason that you couldn't implement Haskell. But basically, it's being compiled to this lower level opcode. Is there any reason that you are using your own opcode system and not a language like assembly or which assembly? Or C or anything? Well, I think at this point it might make more sense to just use a existing language more like C and then. So the reason we used assembly was to try to avoid falling into any accidental traps that specific languages might lead us into. So languages are necessarily designed for particular usage. C is largely designed for system-level software, and keeping it to something as low level as assembly sort of avoids any accidental design decisions to be taken. So this is, I think, why we're sort of reasonably happy with the choice of assembly. I mean, also we don't really want to tie ourselves down to a single language in the future. As you say, it would be quite fun to, potentially very useful to implement a functional language, and implementing a functional language actually on top of C is a bit kind of crazy. Whereas implementing it on a relatively low level sort of virtual machine is much more reasonable. Now you could ask, why don't we
go with an alternative virtual machine like Java or LLVM. Or Python even. It's the EVM was designed around cryptography, so the word size fits is 256 bits, so it fits very nicely into ECDSA SHA-3. Specifically 256-bit SHA-3, but that's largely why the architecture was chosen. It was also meant to be very simple. So the idea being that it would maximize the ability for people, newcomers, so CS sort of graduates, to be able to implement it themselves. Vitalik originally wanted it to be a very easily implementable white paper. I mean, that ship's kind of sailed now. It's not very easy to implement at all. But that was the original thinking behind the design. There's also like rule-based languages as well, and I don't know. It seems like something like that can be done more simply. I think. Yeah, I think we've learned a lot from this exercise. I would definitely not try to argue that this is a perfect implementation, and that we have no regrets over the design decisions. I think it's fine. I don't think it's going to be problematic, but in the future, I do think we will. If I were implementing this again, if I were making a successor, we'll probably go with LLVM. It's well understood. I don't think there's actually a very important need to have 256-bit word sizes. I think that was essentially a design decision taken before the project was really considered in such an expansive form as it is now. Back in November, December, when Vitalik first wrote the white paper, this was a set. Programs were assumed to be mostly coded in EVM itself, in this Ether script, and mostly assumed to be financial transactions, so that just do very basic numeric manipulation. So having a base language, an EVM architecture that made it very easy to implement financial contracts very quickly was considered an important part of the design. I think now it's much less important because it's much more expansive in terms of its scope, and many more things other than financial contracts are sort of being considered for it. So yeah, for version 1, but for version 2 or whatever it happens to be, I think we may end up moving forward and taking a different approach. I guess it's not clear to me where exactly the virtual machine is executed on. So people accept the contract and then it's executed on their node. Is that the basic idea? That's right. So the nodes must implement this state transition function that I was mentioning earlier. And part of the state transition function, quite deep into the state transition function, is the execution function that specifies precisely how a state changes for a given piece of program code. And nodes must implement the EVM in order to determine what that transition is. It seems similar to eval in languages like Lisp. Yeah. So eval is more about sort of being able to take a particular piece of program code and determine what it does within the context of another program. Here it's at an outer level. It's almost like you're in the operating system and you want to execute a program. So it's more like sort of just running an interpreter. But I guess the available memory registers are all sandboxed into the VM. So yeah, the VM's fully deterministic. So it's. Oh, okay. So every one, when they execute it, will get exactly the same steps. Yeah, they have to. I mean, it's consensus. So if they ever got anything different legally, then it would be considered a consensus issue. We would have to fix it. But no, it's very easy to make sure that this is
deterministic and ambiguous. Actually, it's not very easy, but it's doable. Okay, so this is the code that corresponds to this code. It's actually quite substantial. We can, yeah. Okay, it's actually quite substantial. There it is. We have to give it some gas. Gas is essentially a limitation on the amount of computation that this operation on the blockchain will require. It's a way around the spam problem of people just sending transactions that are valueless to the network and forcing people to do real work to consider them. But it's also a way around the halting problem, which is when someone sends a transaction that can potentially sort of never end. Essentially, it's not actually Turing complete because we force the computation to be bounded. It's quasi Turing complete. It's Turing complete, but with this additional qualifier. Well, nothing's really Turing complete because you have to infinite tape in the Turing problem. Oh, I see. Well, So theoretically, it could be Turing complete. You're So we could, for instance, as part of the protocol, state that gas is not required and the computation must be computed in full. Now, of course, no real machine could implement that, but nonetheless, the protocol will be Turing complete. In our case, the protocol actually isn't Turing complete because the computation is required to be bounded. Yeah, so what we can do is execute it. We can also debug it. If we click debug, we can see the code that will be executed. Actually, this is very simple code because all it's doing is creating the contract. And creating the contract simply, in this case, means copying the code from the program into the output. So the first is that we push OX50, which is, so that goes onto the stack. We duplicate it. We push another number, OXC, and 0, and then we copy the code, which is actually just going to copy this number of bytes at this position in the code. And there is the code that we copied. It goes into memory. And then finally, we're going to return from position 0 in memory, 80 bytes worth, which is all of this. No, actually, it's what's in here. And that's it. So we're going to execute that, and this will create a contract. And this will create a contract on the blockchain. We can see it's pending. There it is. And it's going from our address. Remember, I selected that address earlier. DB, to C, some stuff. And it's going to create this contract. The contract is at address C6, D9, D2, CD, lots of numbers. I'm going to copy that now because we're going to use this because we're going to interact with this contract. The value that I didn't send any value, any ether to this contract, so it's got no ether. We don't really want to consider that. And there's the code. If you remember, I was showing you the code earlier. Well, that's the same code. You can see a little more information, but the key thing is that we've created this contract. Now we can mine this. So we're going to mine a block, and when I click mine, it's going to take this contract, and it's going to mine a new block, and in the new block, this contract will be in there. Mining is going to take a little time. Just okay.
that now. So here is the first block, the Genesis block. This block doesn't have anything in it. It's just the first block. It's the block that everybody starts with. Here is the second block, block number 1. This is the block that has our transaction. This transaction, if you remember, it creates that contract that I showed you. This just contains that very same information that was pending earlier. Now it's not pending anymore. It's actually in the blockchain. It's been mined. It's been sort of committed to the database, if you like. We have a number of other blocks because I didn't stop mining immediately, and so it ended up mining block 1 and block 2 and block 3 and block 4 and block 5 and block 6 and block 7. So we have many blocks, but we only need to consider the first block. That's the one that the transaction went. So now we have a contract. The contract is at address C6, D9, as I said earlier. I'm going to copy that in just to make sure I have it. Now I'm going to send a transaction to that contract. Okay. So to send a transaction to a contract, rather than creating a contract, I just paste that address. There it is. C6, D9, D2. I'm not going to send it any data. I'm just going to send a transaction to it. I'm not even going to send it any ether. I'm just going to send the transaction to it, just without anything. Sort of like pinging, just sort of prodding it, nothing more. And what I can do is I can click debug to see what will happen when that's executed. So when that's executed, what's going to happen is it's going to execute the code at the address of that contract. It's going to execute the contract. Yeah, it's going to run the code. It's going to run it exactly. It's going to follow the instructions perfectly. In this case, if you remember, this was the program. The program is that when it gets called, it's going to take the variable count, take this number. It's going to add 1 to it. Count is count plus 1. So it's going to execute this code. So let's step through it. First thing it does is it pushes a very big thing, which is 0. What this is doing is it's actually determining whether we are trying to access count or whether we're just trying to ping it, trying to increment it. So I'm going to skip past this. Okay. Now what we're doing is we're loading from address 0 in storage. This is where it's going to store count. So this number that it has to remember, it's going to store it at address 0. So sload is loading from storage. And at the moment, at 0, it's 0. Nothing has been added to it yet. So it's just 0. Now we're going to add 1 to it. So we're going to push 1 and then add it on to what was there before, which is 0. And we're going to end up with 1. Then we're going to store it in storage at position 0. So store runs stores 1 at position 0. When this happens, we will see in storage there will be an item here that will there we go. At address 0, at position 0, that's our count. We have the value 1, and that's it. After this, we just return. Finish. So let's execute that. And now you see there's a transaction. It's sent from me, that's me, to the contract. That's the contract. We're not sending anything, any value. We're just sort of sending it a generic transaction. In Bitcoin, you can only send value. This doesn't really have an analog in Bitcoin. You can't do this in Bitcoin. But in Ethereum, it's very meaningful to send a transaction that has no value, that has no data. It still executes the contract. The code still runs, and the contract still transitions to a new state, potentially. Now we can mine this. I'm just going to
make sure that it only mines one block. Okay, it should only mine one block. There we go. So now in block 8, this transaction has been mined. So I'm going to go to block 8. We can see that what's happened is it's cost me some money. It's subtracted a number of ether from my account. I have to pay for this transaction. This is like the fee. But it's changed the contract. At position 0, it's changed it from 0 to 1. It's counted. It's done this. It's added 1. If I send another transaction, and we just check to see what this transaction does. At position 0, the counter, it's changed it to 2. It's added 1 again. It's added 1 onto the 1. Now we have 2. If I do another transaction, it's changed it to 3. It's added 1 onto the 2. Now it's 3. I can then mine this. And we see there are 2 transactions in the block 11. The final transaction ends up with the balance being 3. Now, what happens if we want to view what this is? What happens if we want to know what the current counter is? If we want to query the contract? There are a number of ways of doing this. I'll show you the nicest one. So, firstly, I'm going to take the contract. I'm going to make a transaction. It's going to be a contract creation transaction. Oops. Paste this. Now I'm going to get this, this special piece of JavaScript code. This allows me to use JavaScript to query the contract, to access it. I have a JavaScript console here. You probably can't see that because it's very small. But if I type an expression in, like hello world, it just tells me the expression. If I type in a mathematical expression, such as 1 + 1, it will give me the answer, 2. This is actually JavaScript. So is this code. This code is JavaScript. What this code is going to do is it's going to create an object. The object is called counter. It's exactly like this contract. In fact, it is this contract, but it's this contract in JavaScript. Okay? It doesn't currently know where this contract is. It needs an address. And the way that we give the contract an address, Counter at, and then an address, is by copying the address of the contract into the JavaScript. I'm going to call our particular counter C. Okay, so now we have an object in JavaScript. It's called C, and it means our particular version, our particular instantiation, our particular instance of this contract. Okay, so there can be many instances of these contracts, of this particular type of contract, but there is one particular version, one particular instance of it
that we are interested in. It's the one that I created just now. I could create many others, but I'm not interested in those. I'm only interested in this one, the one that currently has 3 as its count, because I've given it 3 transactions. Okay, this is it. Now it becomes quite nice. I'm interested in what count is. So what I can do is call count. If this works, and I really hope it works, it will return what count is. It will return 3. And there we are. It tells me 3. Because I've called it 3 times. If I call it again... Sorry, where is the definition count? The name count? Oh, okay, thanks. If I call it again with a new transaction sent to that address, and we can debug it, I'll just show you. It will go through and it will add 1 to 3, 1, 3, to get 4, and then store it. And finish. Now if I call count, still 3. I haven't mined it yet. Yeah. Now if I call count, it's 4. Now this is a very, very simple contract, but we can imagine much more complex contracts, contracts that interoperate with each other. So I understand we can adapt this code into the Ethereum web page. That's right. Yeah. Okay. That's right. So I will demonstrate now a multifunction contract. This contract only has 1 function. All it does is it increases the count. We're going to give this function a name. I'm going to call it inc. We're going to make another function, reset. Okay. The idea is that we can increment it, keep adding 1, and then we can reset it. And it goes back to 0. Okay, so it's a very simple counter. So it does 2 things, increment and reset. Okay. So I'm going to make a new transaction. It's going to create a contract. This is the code. If you see here, it has 3 things that it can do. It can increment, it can reset, and it can deliver what the value of count is. This is a special one. This is done automatically. It's automatic because it's public. If I remove public and make it private, it's no longer there. Then it can only increment or reset. It cannot access what count is. To access what count is, I make it public. And now it's there. Okay. We also have a new piece of JavaScript. This allows me to use the JavaScript in order to interact with the contract. So I'm going to copy this. I'm going to execute it to make the new contract. There it is. And if I look at it, it's going to make a new contract. The address of the contract is a new address, right? This is an entirely different contract. It's a new address, it's a new instance. It has 110 bytes of code, and there it is. There's the code. Here it is. This is 110 bytes. And here it is in hex. 110 bytes of hex there.
and I'm going to mine it. There we go. And it's in block 17. And our new contract is at address 03887C69 and so on. The first thing I will do is I will create this contract in JavaScript. This is like a handle for the contract. It's not actually creating the contract itself, but rather it's creating the JavaScript that will allow me to access this contract, to interact with it, to query it. There it is. Now I must tell it where the address is. So I take a specific instance. I'm going to call this one C as well, because we're not going to use the old one anymore. So C equals, and then here is the old, this is what I wrote before. I'm going to use the same code, but we're not going to use this address. This is the old address, right? We're going to use the new address, which is here. So I'm going to copy this and put it here. There it is. Okay. So now I have C in here, in this JavaScript console. C is a reference to the contract that I just made, the instance. If I try to access count, right, it's going to tell me what the count is. The count is going to be 0, yeah, because I haven't accessed the contract yet. I haven't incremented it yet. There it is, 0. Okay. Now, if I send a transaction to the contract, I can make it increment. But I'm going to send the transaction to the contract, not through the new transaction. I could use the new transaction, but I'm going to do it from the JavaScript. C.inc. So I'm going to call this function, inc. I call it by using C, which is our reference to this particular instance, .inc, which is the name of the function that I want to call. I expect it to increment the count, to make the new count be 1 more than the old count. So the new count will be 1, because the old count is 0. Yes. As you can see, we have a pending transaction. It's up here because C.inc actually changes the contract, right? It alters it. And so it must be mined. It's not just looking into the contract, it's actually altering it. So it needs consensus. It needs everybody to accept it. And thus it must be mined. I will mine it. There we go. Now it's in the chain. Now if I call count, it's 1. Yeah. Now if I call inc again, there it is. If I call inc again, there it is. There's another one. If I call inc again, there's a third one. Now if I mine these, now we have a block with all 3 in. This block is 21. Oh. Yeah, because I called increment 3 times. So there are 3 transactions. And you can now see that at 0 in storage, the value is 4. I can access this just by asking what's the count, and it will say 4. Yeah. Now if I want to reset it,
I call c.reset. What this is going to do is going to execute this code, not this code, this code. It's going to make count equal to 0. And there is the transaction. Whereas before it was 4, it will become 0. I will mind this. Before it was 4, and now it is 0. And I can make sure that it's 0 by looking at count. And it's 0. So this is a very basic example of a contract. Now, sometimes we want to have permissions. So we want to allow some people to do things and other people not to do things. The Ethereum execution environment allows us to do this. Because we get the identity of the caller as part of the transaction, as part of the call, as part of the message. We can check who it is that is sending us the transaction. Is this working? If you push it in too far, it won't read it. I mean, in the computer. You just have to get the sweet spot. Yeah, it has to be slightly. Ah, okay. Any luck? No? Yeah, we had trouble with this. It's kind of warm, so maybe which one was it before? Try rebooting. Wait, it still doesn't work. Try using. Oh. I think it's going to crash. Oh, it's a crash. Crash just. 今日の講習会は契約があって、はい、予約します。大丈夫ですか？あ、6時。時間。はい、6時。6時あと19分で。あ、霧のいいところで、どうしますか？お店に行ってみるなり。
そうですね。最後の発表は何の予定？はい。そうですね。はい。カナダと、なんか質疑応答みたいな。まあ、多分、それをなしに。そうですね。もう移動して。そうですね。はい。ここは6時までという。そうですね。そろそろ。じゃあ、まあ、あと15分ぐらいだったら。So it looks like we should leave by 6. So if you can. Okay, I can be quick. Summarize, well, you've got 17 minutes. Or 15 minutes should be okay, I think. If you, so you were talking about, I guess, permissions. Yes, that's probably, that's actually my question, is how do you keep someone else from incrementing your counter? right. So I will very quickly cover this. So if you remember, we had two functions, inc, which that's just a shorthand to make it. And reset. Okay. And if we go back to 0, transaction, here is our JavaScript. Which I'm going to just put in here. Okay. Then I can make C be our counter instance, which was this address. And we can check count, 0. We can increment the count. And mine it. Sometimes mining takes a little while to get started. This is why you need proof of stake. Yes. But I'm assuming for testing, you set the difficulty yourself. So yeah. Really. But it's still like 1 gigabyte data file that you need. So it takes a little while to load it. And then we can check the count. And it's 1. Now, suppose we don't want anybody to be able to reset it, but rather we want only the owner of the contract to reset it. What we can do is attach a condition. Only if the message sender is db2c, me. Yeah. Actually, I think that's the 0 So you could use that to kind of make a multi-sig type of functionality as well. So you just only allow certain numbers of people, or everyone has to. I don't know how you would do multi-sig, but you could allow a set group of people. Yeah. So you would just remember how many people had requested the transaction to happen, and if
sufficient number had requested the transaction to happen, then you actually forward it and make it. Now, actually, there's a much easier way of doing this, rather than having to put the address into the code. That's really horrible. Rather, we're going to remember who the owner is. Yeah? And in the constructor, the code that gets executed, we're going to set it. Now, when the contract is created, it remembers, oh, sorry. It remembers who created it. We can actually make this constant because it never changes. It will always be the same. Now, if I put this into to make a new contract, if I debug this now, you'll see that the sender is used. Actually, the sender is in the code itself. Somewhere in here, you'll see db, 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 2c. So I can't see it immediately, but it's in this. I can execute this. Oh. I'll send it from my actual account that has some money. Here we are. And I can mine it. This contract instance is A6, 3F, 8E, and so on. I'm going to interact with it by copying the JavaScript that it tells me, placing it in the console, and using this address. If I call count, it's still 0 because we haven't done anything to it yet. But I can increment it. I increment it twice. And then mine goes. Then call count. And it's 2. Now, let's suppose I call count, I call reset. If I call reset from this address, it should work because I am the owner and I'm allowed to reset it. But if I call reset from another address, let's suppose I call it from this address. The way that we call reset from in here is that we use the signature like this. That calls reset. It's a special notation. You don't have to worry about the precise nature of the notation. All you need to know is that this will call reset on this contract. If I debug this, it should not change the number because I'm not the owner. So let's have a look what happens. The first, what happens is, somewhere in here it should have caller.
Did we, sir? Okay. Is this the right? Okay, that looks correct. Let's remove the constant. Just going to make this contract again. Okay, so count as 2. Make a transaction to it from our owning key. And we expect this to reset it. And there we are. Yep. So it's gone from 0, from 2 to nothing. It's not there anymore. For zeros, we just ignore them. We don't display them. So it's reset it. If I do it from another account, it doesn't reset it. Why not? Well, it's looking at the caller. It's comparing them. And it's checking whether they're equal. The caller is 0088 EEDA, and so on. The owner is DB2C. They're not the same. It's checking whether they are the same. And because they're not the same, it's just returning. It's not changing it. It's not resetting it. And in this way, we can implement access very easily. Actually, there's an even easier way to do it. We use inheritance. And we don't need to bother with owner. And we don't need to bother with the if statement. Oh. Okay, So this is just a contract that you have in the system natively? You have to import. Cool. That's right. Yep. Sarah. Can't really see what's wrong. Do you have mix open? Oops. Compile successfully. Okay. First time. Yeah. There we go. No. Okay, that's a bit odd. But you're gonna create the owner contract maybe here. Just create 2 contracts and we'll see. Okay, so the way that the owned contract is done
is through a function modifier. Function modifiers allow you to write things like only owner after functions and change the meaning of the function in some particular way. In this case, only owner means execute it only if the message sender is the same as the owner. And with this piece of code, we get to be able to use owned and only owned. And this will work. If I compile this, it will compile into the same code as we had before. Cool. Okay. Well, I guess we're mostly out of time. Do you have any one-sentence summary of your vision for Ethereum? So for me, Ethereum forms part of a collective vision of a next generation web. So Ethereum essentially is a decentralized server. It provides much of the functionality of a server, a single database, state transition logic, but it does so in a decentralized manner. And in addition to Ethereum, we need a decentralized messaging protocol, a way of publicizing, publishing, and subscribing to events, messages, and ongoing sort of pieces of information. And we also need a publication protocol for doing publishing large pieces of data that have static content. I think with these three pieces in play, we can re-implement much of the functionality that people expect from the existing web, but do so in a fully decentralized fashion. So that's the sort of vague vision that we're working towards to some degree. And I mean, this is the same sort of triad of protocols that IBM has been using with Adept as well. So they've used different protocols. They've used Telehash as the messaging, and they've used BitTorrent as the publication protocol. But these are not exactly perfectly fitted to the sort of use cases that we want, but they're close. Yeah, that's really cool. I think it's a very compelling vision, and I think it's something we all want to actually use. Cool. Anyway, it's already 6 p.m. So. Thank you very much for coming to Kyoto and.